皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。上川が行くわかるニュース解説2022年2月5日の生放送を行っていきます。今日もよろしくお願いします。放送前から多くの方集まっていただきありがとうございます。早速田口さん、スーパーチャットありがとうございます。今日ののど飴代ありがとうございます。マヌカハニーののど飴っていうのも本当に、他のものと比べるとちょっとお値段高めなので、ちょっとでもポチッと後押ししてくれるととっても嬉しいです。とはいえですね、この喉の調子が悪いっていう話については、この先、2、3ヶ月続くだろうなっていう感じなので、その点はご了承ください。パラパラパラ、ちょっと前に出ないですね。はい。伊藤家まこぴーさん、質問コーナーでの質問で誤字がありごめんなさいってことですけど、全然問題ないですよ。漢字を間違えるぐらい、私は別に、目くじらてて、こんな漢字間違いしやがってみたいな話は、基本的にしませんので。それと、正しい漢字を使って書き込みをしようとすると、それを理由にして YouTube の管理のロボット、AI が、なんていうかな、この言葉遣いは危険だっていう感じで跳ねてしまうことがあるので、わざと漢字を間違えるっていうパターンもあります。なので、そのあたりのことも考えると、私としては、当て字をしているとか、漢字が全然違うものを使ってるっていうのは、それほど、なんていうかな、珍しいものではないので、あまり気にすることはないです。動画へのコメントもそうなんですけれども、はっきりとズバって書くと、それによってどんどんと消されていってしまって、で、その消される現象が続くともう何を書いても、表示されなくなるっていう現象も人によっては起こるので。そういった規制を回避するためにも、わざと漢字を間違えるっていう人たちは結構いますからね。そのあたりの事情も、ぜひとも、考えていただければ、特に気にすることじゃないよっていう感じで受け止められるかなと思いますね。そうですね。雨の中の熊さんが今書いてますけど、共産党とかなんてもう漢字がまるっきり一つも合ってないものなんですけれども、全然その言葉を発すれば理解できるとかね。そういった感じで伝われば大丈夫っていう、そういう話はありますから。田口さん、オリンピックの関係なのか最近また判定が厳しくなりましたねってことですけれども、やっぱりその時その時々で、この話題、何か集中的に動画が上がってくるときは、ものすごくその話題に対して YouTube が気をつけるんですよね。今この話題ものすごくみんな見てるけど、でもこれやばいなってなったら、そこに集中的に AI だけではなく、やっぱり人の手もかけてチェックしてるんだと思いますね。なので、
今ここを見てるんだぞっていうのは私たちはわからないので、ある時強烈に規制がかかってきたなっていうのに目の当たりにすると、うわ、なんだこれっていう、ちょっと戸惑いを思いつつ、チャンネルが例えば消されてしまったり、動画が、あれこれ、前は見れたのにいつまでかなくなってるぞ、みたいなことが、起こるんですよね。双雲共産、韓国とか中国とか、そうですね。はい。その当て字に何の漢字を当てるかっていうのも結構重要ですからね。なんかいかにも何かものすごく悪いものをイメージさせるような漢字を当てがってしまうと、全く違う話をしてるんだけど、その漢字を理由にして目をつけられる可能性もあるので、そこら辺はご注意ください。よいしょ。はい。というわけで、いつものようになんですけれども、YouTube のコミュニティ掲示板で、まずは皆さんから事前にこの話題取り扱ってほしいぞっていうものをまず受け付けておりますので、こちらの方をまず中心にして行っていきます。で、それとはまた別に、チャットの方でも、シューマハさん、スーパーチャットありがとうございます。その時々で、コメントもバーンって入れてくれると、やっぱり普通の皆さんの書き込んでるものは流れていってしまうので、それに比べるとスーパーチャットっていうのはどうしてもバーンと色もつき、そして枠もつきっていう感じで目に留まることが多いので、なので、このコミュニティの方で書き込むのはちょっとなとか、もしくは、事前に書き込むっていうのを、なんていうかな、他の人に見られたくないなっていう方もおられるのかもしれません。なので、スーパーチャットを利用して、この生放送の時に拾ってほしいなっていう方は、こちらの方をご利用ください。あとそれとですね、ちょっと漢字の話しましたけれども、読み上げソフトを私は、使用することがあります。その時にですね、漢字についてのどう読むかっていうのは結構間違うことあるんですよね。例えば総理大臣であれば今岸田さんですけれど、前は、菅さんだったじゃないですか。でも今話題になってるのは菅さんじゃなくって、菅さんじゃないですか。菅直人元総理大臣って呼んでほしいんだけど、そこの菅直人じゃなくて菅直人って呼んだりとか、菅直人とかもうむちゃくちゃだなとか思う、そんな読み方とかもするんですよね。笑って許してあげてください、そこら辺は。さて、それはそれとして、よいしょ、よいしょ。はい、というわけで、いつものようにですけれども、コメントの並べ替えで評価順と、新しい順、この2つを利用して、皆さんの書き込みをご紹介していこうと思います。まずは評価順から並べていきましょう。AGT さんの書き込みご紹介。冬季オリンピックが雪が降らない北京でやったこと問題あると思います。世界どこでもやれることになります。大変危険です。選手たちの選手生命に関わります。上川さんのご意見はいかがですかということですね。書き込みありがとうございます。北京オリンピックが開幕してそれにまつわる話題っていうのも、非常にこれから、多くなってくるだろうなと思っております。で、私としては、オリンピックなんだけど、そのスポーツの結果について動画にすることはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり北京で行われるからにはこの政治絡みの話は、増えてくるだろうなと思います。すでに、昨日作った動画はまさにそういった北京オリンピックに関連して、中国の外交施策っていうのを動画にしました。で、今回の AGT さんの書き込みっていうのはそういう意味で言うと、もっとスポーツの話として捉えて問題あるっていう話なんですけれども、もちろんこれは人権問題があるよっていう話はまず前提としてあって、それ以外にもプラスアルファあるよっていう話ですよね。さて、雪が降らない北京でやったこと。まさにこれ一つ問題で、北京オリンピックっていうのは結局夏のオリンピックと合わせて考えると、他ではやっていないよ。夏と冬両方やるのは、まず中国が一番最初にやったんだよっていう、ある意味象徴的なものを作り上げようとした。どこの政治家でもそうですけれども、歴史に名を残したい
っていう、まあ願望っていうのがあるそうで、まあそれが習近平国家主席の場合だと、夏も冬も北京オリンピックをやったのは世界で一番最初はうちだけだぞっていう、まあそういったことをちょっと言いたいんだろうなと。で、実際それによってどんな影響があるか。まあその話で言うと、まず雪が降らない。これ、北京は寒い地域っていうのはそうなんでしょうけれども、基本的には、雪が降るかどうかっていうのは寒いかどうかっていうのにプラスアルファ、まあ空気の湿り度っていうのがどうしても大変必要になるんですよね。例えば日本だと日本海側でたっぷり雪が降るのはなぜかって言えば、それは北から吹いてくる風に対して日本海で湿度が加わることによって、まあ日本海側でそれが雪という形でまあ降ってくると。一方で北京の場合だと寒いんだけれども、そうした日本海になるような水蒸気を、まあ、大量に補給することがないので、ただただ寒いぞ寒いぞっていう、まあそういったことになると。まあそのためにこの北京周辺では、まあ基本的には雪はまあめったに降らないぞっていうレベルでしか降らないと。でも最初に言ったように政治的な理由で夏も冬もやったんだぞっていうのを言いたいがために冬のオリンピックも招致したと。まあこれに関連してのニュースっていうのもまあ当然あって、人工雪作りまくるぞ問題ですよね。よいしょ。まあこれ後で動画にしようかなと思ってたんですけれども、まあこの話出てきたんで、ここで話をした上で動画作るのどうしようかな、ちょっと迷うとこなんですけれども。この人工雪っていうのは基本的には、まあお金さえ出せば何とでもなるぞっていう、まあいわゆる中国のゴリ押しを象徴するような話だと思います。まあさっき言ったように気温が低いだけじゃまあ雪は降らないと。で、そこに強引に人工のお金の力を使って、まあ雪を降らせると。で、問題なのはその人工的に作った雪っていうのがものすごく自然にいいものなのか悪いものなのかって言ったら分類上明らかに悪いものですよっていうことがあります。で、選手にとってもこれもさらに悪いと。まあちょっと記事を、ご紹介しますけれども、天然の雪は氷が約 10%、まああとは空気が含んでふわふわふわっていう形ですよね。で、一方では人工雪っていうのは氷の成分が 30% ほどということになっていて、まあどう考えても雪の成分の中で氷の部分が多いわけですから、まあみんなが踏めば当然ガッチガチに固まってきて、本当にアイスバーンのような、雪に慣れた人でも転ぶし、また慣れてるとか慣れてないとか関係なく、転んだ時には、まあアスファルトにもう打ちつけるのと同じぐらいの衝撃を体が受けてしまうっていう意味で、まあ、冬のスポーツのやる場所としてこれいいのっていう話、いわゆる危険性が出てくるんですよね。で、年々こうした人工雪を使った会場っていうのが増えていて、これは昔であればこういった人工雪を使うことを前提とせずに、そもそも雪がたっぷり降るようなところにオリンピックを招致してたんですけれども、そのうちこうした雪があんまり降らないところでも強引に作ればいいんじゃねっていうところから、こうした人工雪の割合がどんどんと増えてきたと。現在の北京オリンピックの場合だと、まあ90から 100% ぐらいっていうものすごい高い確率じゃない、割合で、まあ人工雪が使われていて、試合会場、練習会場、その一歩横に出たらもう雪が全くない、まあ地面がもうむき出しの状態になっているというようなところですよね。で、そんな状態なので、人工雪で作りました。その人工雪を、使い倒そうとするために、どんどんと踏み固められて、アイスバーンのように氷のようにカッチカチになると。で、それがさらに溶けないようにするための、さらに人工添加物をばらまいたりなんかするもんだから、まあこれ、どこからどう考えても自然にとって良くないでしょっていう話ですよね。で、さらにこの、人工雪を作るために大量に水を使っている関係で、その周辺都市では、これ水あんまり使用制限かかるんじゃないのぐらいの勢いで、まあ、水不足に陥ってしまっているという、そういった話も出ています。まあ、このあたりは人間の生活にも悪影響を及ぼして、さらに、
自然環境にとっても良くないっていう、そういったもうプラスアルファで考えると、持続可能性社会っていうのは今、とっても叫ばれる今の世の中において、もう明らかに反自然的って言えばいいんでしょうかね。全く今の世の中にはもう反抗的な、そういったやっちゃいけないよっていう見本みたいな大会だと思いますね。よいしょ。で、ついこの間、これに関連しては、日本人の選手、吉川里奈さんっていう方が、この練習というか試合中ではなくて、大会に向けての会場で、実際に練習してた時に、転倒して、その時にですね、大怪我をしてしまったと。で、脊椎を損傷する重傷っていうことで、これちょっと一報聞いた時にはうっと思ったんですけど、その後、脊椎は損傷しているんだけど、体の症状として麻痺は出ていないというような、この麻痺が出ていないっていう部分は不幸中の幸いですけれども、でもそもそも論として、この人工雪じゃなくて天然雪のそういったもっと、なんていうかな、衝撃を吸収してくれる雪のところであったりとか、滑りにくい天然の雪のところが会場であれば、こういった事故がそもそも起こらなかったかもしれないっていう意味で言うと、北京オリンピックだからこそこういった不幸に見舞われたんじゃないかなと思いますね。で、この天然雪と人工雪を比較した場合においては、やっぱりですね、故障や怪我のする割合っていうのが高いっていうのが、アメリカの報道でされていて、これはアメリカ側の報道なんですけれども、この北京のその前からも、やっぱりだんだんと人工雪の割合が高くなることによって、冬のオリンピックで怪我、負傷する人の確率がどんどん増えてますよっていうのが、報告されています。そういった意味でもね、この北京オリンピックっていうのは、そもそも中国っていう国の人権問題ありますよっていう、そういった政治的な話題もありますし、それ以外にもスポーツ大会として純粋に考えた場合において、なんでこんな人工雪を使ったことを前提にした会場を IOC も、選定にしてしまうのかっていう話もあるし、そういったところに立候補する方、その両方に問題があるんですよね。IOC の側がそもそもの話として立候補するんであれば、基本となる降雪量がある程度あることを最低条件に掲げて、たまたまその年だけ暖冬で足りないんだったら人工雪使いましょうっていう風に具合にして、そもそも人工雪 100% でやるけど何か問題がありますのかみたいな、そんな年は選ばないっていうのがやっぱ大事じゃないかなと思いますね。そういった意味では IOC っていうのは基本的にはお金っていうのが最初にメインにあって、その後で選手ファーストじゃないところになっちゃうんですよね。選手にとっていいか悪いかではなくって、大会ができるのはどこかな、大会を招致するためにたっぷりお金使ってくれる国はどこかなっていうところから選んでしまう。これはもう本当に IOC も悪いし、そういった IOC の悪いところにつけ込んでくる中国、この2つの困った連中がもう結託した形ですよね。そういった意味では今回のオリンピックっていうのは政治上も問題があるし、スポーツ大会としてもやっぱり問題があるっていう意味で、問題しかないような状態ですよね。なのでね、今回お一人負傷されたわけですけど、これからも大会を行っていく以上は怪我をされる方っていうのはどうしても出てくるんじゃないかなっていうのを思いますよね。よいしょ。このあたりの話っていうのはちょっと動画にしようと思えば、いろいろ出てくるなっていうところありますよね。人工雪を作るためには、化学物質を混ぜていますよであるとか、溶けないようにするためにも様々な、添加物をばらまいてますよっていう話なんかもありますからね。冬のオリンピックというのはそういう意味では、元から雪が降ってますよっていう地域にある程度もう限定するのがいいんじゃないかなって思いますね。よいしょ。
で、これに対して、最初にも言いましたけれども、スポーツ大会として問題があるだけではなくって、人権問題も中国がありますよっていう、ここもやはり見逃してはならない部分ですよね。日本のテレビ報道としては基本的には、大会が始まったぞ、さあ競技についての話 100% みたいな形になりやすいんですけれども、やはりですね、中国で行うからには避けては通ってはいけないのがこの人権問題だと私は思うんですよ。こういったことをやっている国がこういった国際大会を招致して、そしてスポーツ、その運営組織委員会である IOC の方はそれを問題視してないんかいっていう、この部分についてはやっぱり日本としてはツッコミを入れるべき話ですからね。チベットの、記事が出てますけども、あと内モンゴルの話もありますし、香港問題もありますし、そしてウイグル問題と、本当に中国っていうのは様々な場所で、その自分たちにとって都合の悪いと考える人たちに対する弾圧っていうのを継続的に行っているというところは本当にね、見逃してはいけない部分です。じっとな。間違えた。男しちゃった。よいしょ。ひなののさん、札幌オリンピックやんのかなということですけれども、これは、招致活動をしますよと、札幌は動き出しているところなので、あとはこれを選ぶかどうかですよね。だんだんここ最近だと夏のオリンピック、冬のオリンピックどちらもそうなんですけれども、私もっていう感じでものすごい数立候補するっていうよりは、もうお金もかかるしなーっていうところから、そんなにやらないでいいんじゃないのっていう形で、立候補する数そのものもちょっと少なくなってきてるんですよね。そういった中で札幌がもしも手を挙げて、招致を本格化した場合においては、相手によってはもうあっさりと決まる可能性もあるっていう、そういった状況になりつつありますね。金沢きつねさん、人工雪の割合次第では追い風マラソンのようにオリンピック記録自体が参考記録にしかならない大会になるのではと思いますね。ということなんですけれども、この人工雪の使う割合っていうのは3大会か4大会ぐらい前から少しずつ割合が上がっていて、例えば韓国で行われた平正のやつなんかも、あれも人工雪が80とか90とかそのぐらいのレベルであったと思うんですよね。という意味においては、ここ最近の冬のオリンピックっていうのは人工雪の割合がめっちゃ高いよっていう状態で行われているので、残念ながらもうこの人工雪前提の数値っていうのに受け入れざるを得ないのかなと思いますね。逆に言うとですね、そういったオリンピック以外の大会の方が純粋な天然雪でやってる会場が多いので、オリンピックと通常やってる大会の場合の記録にちょっとズレが出てくる可能性がありますよね。下流サイサイさん、もともとオリンピックはギリシャ開催なんだし、毎回ギリシャで開催すればよい。私もこういった意見派で、もう特定の地域で回していきましょうねとか、特定の場所でやりましょうねっていうような、そのぐらいの感覚でもいいんじゃないかなと思いますけどね。特にどちらの夏も冬もそうなんですけれども、競技が多すぎてね、どこかの国にどんどん回ってっていう、それ自体が開催地にものすごい金銭的な負担をもたらしてるんですよね。例えば世界陸上大会だと、ある程度の国であれば大きな、競技場を持ってたりするので、そんなに持ち回りしても負担はないんですよね。もちろん、観客を入れるためのちょっと大きめのスタジアムにしたいなとかいう改築はありますけれども、大体一つの陸上競技場プラスアルファ何個かあればっていうのは
いわゆる先進国と言われるような国ではそんなに難しい話ではないですけど、一方でオリンピックの場合だと夏でも冬でもそうなんですけれども、マイナースポーツと呼ばれるようなジャンルのものも含めて、もう一斉にやりましょう。しかも都市開催ですよっていう形なので、ある程度絞るんですよね、会場は。これがせめて国レベルでやりましょうってなったら、その国の方々の施設を使い回していけばいいから、それほど負担もないのにってなるんですけどね。例えば東京オリンピックも別に東京でじゃなくてジャパンオリンピックっていう形にすれば、日本の会場全部を使えばそんなに新しい施設作らないでいいでしょうとかね。無理やりここに作らなくてもいいじゃないとか、まあそういうの出てくるんですよね。うん。だから東京、その湾岸エリアでなんとかボートレースをしようとか、カヌーレースしようとか、もうちょっとそれ無理でしょ。作ったはいいけど、絶対それ意味ないっていうと、なんていうかな。もっと適した場所が日本に他にあるんだから、そこでやればいいじゃないっていうのができなくなっちゃうんですよね。でも一応、マラソンだけは暑すぎるから他でみたいな、その中途半端さは何っていうね。別に西日本でもやってもいいじゃないとか、そういったね、新しい、なんていうか改革というか、より良いスポーツ大会にする、そういった考え方が IOC にないっていうのがまあ一番の問題ですよね。平野さん、メタバースオリンピックでいいじゃない。e スポーツの大会はまあ今もうすでに出てきているので、まあそのうちオリンピック種目で e スポーツが入ってくると、まあどっちがどっちなのみたいな話になってくるでしょうね。うん。よいしょ。まあそのうちですね、この e スポーツっていう、いわゆるテレビゲーム、PC ゲームっていうものを主体とした e スポーツオリンピックって呼ばれるようなものが出てくるだろうとは言われてるんですけれども、まあ今だとゲームの巨大な大会がアメリカであったりするので、まあそれが発展すればっていう話もちょっとありますよね。まあオリンピックって名前をつけなくてもいいじゃないかっていう話もあるので、このあたりはどうなるか、まあちょっと様子見ていこうと思いますけれども、まあ本当ね、そういった意味では、まあ、e スポーツオリンピックの方がどちらかというと、まあ、やりやすいでしょうね。会場もそんなに、何か新しいものを作らなくてもいいでしょうし。さて、それでは次行きましょうかね。今年の冬の日差しはいつもと比べて明るいんですが、自分だけでしょうかということですけれども。で、佐藤ひろみさんがこれに対して、まあ、この明るく見えるっていう現象は、ちょっと体の不調を表しているんじゃないかっていう書き込みをされていますね。まあ、こればっかりはちょっと私にはわからないことなんですけれども、例えばですね、今年の冬寒いか、それともいわゆる暖冬かそうじゃないかっていう話と、あとは日照時間の関係で明るく感じるのかなとか、まあいろいろ考えるんですけど、正直言ってですね、住んでいる地域によってこの、まあ全く状況が違うので、まあはっきりとは言えないんですよね。例えば日本全国どこも、ものすごく晴れが続いていて、もう今年の冬は全然雪も降らない。いつも晴れまくってるなっていうんだったらものすごく明るいなっていう話もわかると思うんですけど、まあ、たまたま、A さんの家の周りだけ雪が降らないとかね、まあそういうこともあり得ますからね。まあなのでね、まずは体の調子が悪い部分がないかどうかをチェックしてもらうというのはまあ確かにいいかなとは思いますよね。よいしょ。で、降雪量という意味においては確か今年は積雪量は確か多かったんじゃないかなと思いますけれどね。だから寒いからこそ雪も降るっていうのもあって、今年はどちらかというと、厳しい冬ですっていう言葉を私は何度も聞いた気がしますね。まあただこれからどうなるかはわからないですよ。例えば3月ぐらいになったらどんどんとものすごい暖かくなっていって、1年を通してみると平均値としては温度はそれほど変わらないとか、そういうこともあり得ますからね。
もう冬全体で考えた場合と一部分を切り出した場合っていうのが、なかなか符合しないことがありますからね。さて、それでは次行きましょうかね。はい。佐藤ひろみさん。ちょっと文章が長いんで、これは読み上げソフトを使わせていただきます。タモリ師匠のお化け番組、笑っていいともの後番組として2014年にスタートしたフジテレビ系の番組、バイキングモアが3月をもって放送終了だそうです。ブスは嫌いだ。の名言を残された MC を務める俳優の坂上忍大先生からの動物保護活動に力を注ぎたいという申し出を受けた形であるそうです。同番組スタッフによると、フジテレビには自民党政治家と親交が深い幹部が多く、政治家の子息も多く入社しているので、バイキングモアの路線は社風とは合わないと上層部に判断されたのではないか、とのことですが、同番組に限らず、現在放送中のテレビ番組に何かご意見はありますか？特になければいいです。はい、というわけで佐藤ひろみさん、書き込みありがとうございます。まずフジテレビについての話なんですけれども、坂上さんのバイキングが終了ですよっていう話なんですけれども、まあ私この番組結局見てなかったので、まあなくなるんだぐらいの感じですよね。結局のところ、まあタモリさんの笑っていいともっていうのはお昼の時間帯、例えば職場の、まあお昼の時間帯になったら、まあどこのチャンネル合わせようかってなったら、まあ私の場合だとそんなにいくつもの職場を転々としたわけじゃないんですけれども、結構笑っていいともつけてること多かったですよね。どこでも。まず NHK の12時の頭のちょっと地方ニュースみたいな軽いニュースをパッと見て、で、その後、あとは笑っていいともに切り替わっても、その後みんながご飯が食べてるみたいな、そんな、こう、職場光景っていうのがちょっと多かったなって思うんですよね。まあ、それに比べると、バイキングモアっていうのは、まあ、私はもう仕事を企業を辞めた後のことなのでちょっとわからないですけど、みんなが見るような番組じゃないだろうって思いますね。まあ、あれを見て、なんかご飯を食べるの美味しくないだろうなって思いますからね。で、MC を務めるこの俳優の坂上忍さんなんですけれど、あなたがそれ言うのっていう話結構いっぱい、ネットでは記事になってましたよね。交通事故のニュースであるとか、女性に対するいわゆる暴力事件についてのコメントなんかをしている時とか、まあそういったあなたはそれについて語る資格ないんじゃないのって、まあそういった事件が起こって番組の中で取り上げられるたびに、インターネット上では昔の話はこんなことがあったんだよ、この人。そういったことを全然この人触れないで、こういった話、自分がものすごいなんか正義感を持って言ってますよみたいな感じで、まあものすごい、なんていうかな、テレビ見ている人は気にしないのかもしれないけど、そういったもっと過去のこともいろいろ含めて考えると、この人おかしいでしょ、この役割っていうね。そういったことは前から言われてましたよね。まあそういった意味で言うと、まあバイキングっていう番組が終わって、もうちょっと刷新された方がいいと思っていたので、まあそういった意味では少し良くなるのかなとかちょっと期待したいところですよね。まあただし、このフジテレビというテレビ局全体で言うと、まあ私はものすごく韓国推しだなと思ってるそのテレビ局なので、その部分と自民党政治家と親交が深い幹部が多いっていう話とか、まああとは政治家の子息もいっぱい入ってますよっていう話。まあなんだろう、そこの部分と、ちょっとね、噛み合い的にはちょっとね、全体の傾向としては、あんまりいい風には思ってないんですね。結局のところ、こういった政治家の親交が深いっていうのは、ある程度自分たちの番組を作る上というよりも、自分たちのテレビ業界を守るためには、政治家との付き合いがものすごく大事なんだろうなって、まあそういった風に考えてるんだと思います。テレビ局っていうか、放送権っていうのは、まあ特殊な、権益があると言われていて、まあそれが放送電波量であったりとか、もしくはローカルテレビ局とのいわゆるネットワークの仕組みとか、まあそういった仕組みっていうのがまあ基本的には利権構造になっていて、この利権構造そのものを改革されたら嫌だなって思う人たちは、まあテレビ放送業界にはとってもたくさんいると。
で、そういった人たちにしてみると、まあ政治家の人と仲良くしていこうぜっていうのは、まあ、ものすごく以前から行われていることなんだと思いますね。まあそれに加えて政治家の子息が入ってきているっていうのも、まあなんだかんだ言って、他の一般的な企業に比べると、まあ給料がいいっていうのはあると思います。昔に比べたら、この給料についてはだんだんと下がってきてますよ、待遇悪くなってきてますよ、制作費用どんどんと下げられてますよっていう話なんかは、まああるにはあるんですけれども、じゃあだからといって、いわゆる一般企業、中小企業に比べれば、それでもまだまだ、まあ高給取りの人たちなんですよね。うん。まあでもテレビ局の中で言うと、まあ政治家とのつながりというよりも、むしろ私はこの韓国とのつながり、いわゆるどのタレントさんを番組に出させますかっていうその選定に関わっているところで、まあやたらとやはりあちらの国の関連の人が多いんだろうなっていうのは感じますけれどね。例えば朝の番組で日本人のまあこれからデビューしますよっていう人ではなくって、韓国のこれからデビューしますよっていう人をわざわざ追いかけていて、デビューしたらその人をまたテレビに呼んでみたいな、そういったぐるぐるとお金を回すところを見ていると、これどこの国のテレビ局なのっていう思いはしますからね。まあここ最近だと新型コロナの問題もあって、そうした韓国の現地に行ってデビュー前の人たちをずっと、番組として追い続けますみたいなところはちょっと減りましたけれども、新型コロナの問題が一段落したらまたそういうの始まっちゃうんじゃないかなっていうのは思いますよね。うん、よいしょ。おっと、ソウンキョさん危ない言葉をその言葉は後でアウトになるかもしれない。お気をつけください。まあ表現の仕方を、まあいろいろ考える必要があるでしょうね。やった。うん。まあテレビ局の最近の番組が面白くないよっていう話っていうのは基本的には、まあ様々なところでお金をどんどんと、まあ、削らないといけないと。削る中において、じゃあどうしようかってなった時にどんどんと下の方、つまり制作下請けの方に、まあ、しわ寄せが寄ってるっていうところですよね。で、なんでその風にしてどんどんと制作費が削られてるかっていうと、まあそもそもみんながテレビを見なくなってきたからっていうのも大きいと思います。で、企業の方にしてみれば、民放に対しては視聴率が下がってきてるんだったら、まあお金出す意味ないよなって思いますし、じゃあみんなが見てるもの何かなってなった時にインターネットだよってなったら、やはりインターネットの方に広告費を出しますと。で、その分だけテレビの方にはお金出しませんよってなったら、テレビ局としては、あ、お金入ってこないんだね。じゃあそれだったら制作費削ろうって。まあそういったことが、まあものすごく最近は、まあ当たり前のことになってきてるというところですよね。だからここ最近のテレビだとですね、YouTube で話題になった動画をテレビで紹介するっていう、そういう入れ子構造が起こってるんですよね。まああとはもう自分たちでそういった面白いものを作るのがめんどくさいっていうのもあるので、今世界ではこんな衝撃的な出来事が起こってますよっていうのを、まあ SNS、まあ Twitter なんかで拾ってきて、それをテレビの中で流して時間稼ぐとかね。まあ結構これ多くなってますよね。もう2時間とか3時間とかそういった動画だけで埋め尽くしてるやつとかありますからね。まああとはテレビ局のその見ている人が、若者が今テレビ離れしてネットの方に移ってきてますよっていう、そういった流れもあるので、番組が高齢者向けの番組がどんどんと増えてるっていう事情はありますよね。例えばショッピング番組、こちらの商品は、何々ですよ。こんな風に
こんなところが良くて、なんと今ならこのぐらいの台数を今だけ皆さんにみたいな、まあそういった番組多くなってますよね。なんでそんな風なことになってるかっていうと、やっぱりもう自分たちで作るのめんどくさいなっていうのも、もうこれめんどくさいっていう表現は悪いですね。自分たちで作るのが割に合わないと思ってるので、そういったテレビをずっと見てる人向けにこんな商品がありますって紹介するっていう、まあそういったところに放送時間枠を当てはめちゃうんですよね。で、そこに出てくる人たちがもう本当にいつもの人がもう毎回ように出てきて、うわ、すごいな、こういう番組が成り立つってことは、そういったものを毎度見る人たちがずっといるんだなっていうね。まあそういった人たちが一体どういう年齢層かっていうと、やっぱり退職して、まあ家でのんびりしている高齢者の方たちっていうのが一つ、まあ当てはまってくるっていうところですよね。まああくまでもこれは全体の傾向であって、まあ別に20歳でも30歳でも仕事をしている人でも、まあそういったものを目がついたらもうすぐ買っちゃうよっていう人たちもいるんですけどね。まああくまでもそういった全体傾向としては、今のテレビっていうのは高齢者向けになりやすくなっているし、そういった意味では若い人たちはますますテレビがつまらないっていう、まあそういった気持ちを強めることになりますよね。だからテレビタレントですよこの人って言われても、いやこれ YouTube で見たことない人だなってなったらすごく知名度は低いし、逆に YouTube の方ですごく知名度の高い人をテレビでは見ることはないので、高齢者の人は、いやそんな人全く知らないわ、これが、YouTuber って呼ばれる人なのっていう、まあ、ここの世代間ギャップはものすごくこれから、まあ、広がる一方じゃないかなと思いますね。で、高齢者の人たちもスマートフォン持っていますし、まあそういった意味では全くインターネットとつながってないわけじゃないんですよ。でもどちらかというと、友達と話をするのに使うみたいなのがまあメインになっていて、 YouTube バリバリ見まくってますよっていうわけじゃないんですよね。まあそれに YouTube っていうのは自分の見たいものを見るっていうことができるので、高齢者の人たちが見るのが結局のところ健康問題に関する健康情報であったり、もしくは、若い人たちが見ないようないわゆる、まあ、演歌系のやつとかね、まあ、そういったものを見てたりなんかして、全く見るものが違ったりする、まあ、ジャンルが違うと、まあ、共通の話題がなかなか出ないんですよね。まあといったわけでちょっといろいろな話飛びましたけれども、まあそんな感じで今は世の中っていうのがどんどんと分断されてるっていう言い方もできるし、いやそれぞれの人がみんな違うものを見て楽しんでるよっていう、まあそういう前向きな考え方もできる時代だと思いますね。まあでもね、まあ私のチャンネルだとこの政治系の話が多いので、テレビっていうのはそういった意味ではものすごく偏りが出やすくて、しかもそれが、まあ、極端に日本ではなくて他の国、いわゆる中国や韓国にとって都合のいいような情報ばっかり出ていると、ちょっと怖いなこれって思いますよね。今はそれが一番よく出ているのは、まあ政治系というよりはむしろ新型コロナの問題でしょうかね。まあ先ほども述べたように高齢者の人たちが見ることが多いですよテレビっていう話をしましたけれども、そういった人たちにしてみえたら、もう朝テレビつけて夜寝るまでテレビつけっぱなしで、その間朝のワイドショー、昼のワイドショー、夕方のニュース、夜のニュースっていう、まあそれら全てにおいて、まず最初の1個か2個目には必ず新型コロナの話が出てきて、感染者数が何万人になりましたよっていうような話とかが始まるわけじゃないですか。もうそういうのを刷り込まれてしまった人たちっていうのは、すごい新型コロナ怖いってなっちゃうんですよね、どうしても。で、このことについて言うと、私はオミクロン株とそれ以前の新型コロナはもう負けた方がいいですという話をちょっとしていて、同じ新型コロナだからもう怖いっていうのはもうやめようよっていう今私はスタンスになってます。これはオミクロン株が出てきた時はやっぱり重症化率は低いんじゃないかなっていう話が出てたんですけど、年月というにはちょっと時間はまだ経ってないですけど、月日が経つごとにこれは確実に重症化率低いんだなっていうのが分かってきている状態なので、まあいつまでもこのデルタ株ぐらいまで、もしくは
ワクチンがなかった時のような怖がり方をするのはちょっと違うなと思ってますね。なので早めにこの高齢者の人たちがテレビ見まくっていて、新型コロナ怖い病にかかってるのなんとか、治ってくれないというのは、この日本の社会がもうボロボロになってしまうっていうところですよね。だから今日本人を襲っているのは、新型コロナが怖いんじゃなくて、新型コロナを怖がってますよっていう人が、むしろ精神的な疾患に陥っているんじゃないかなと私は思ってます。だから心の病の方になっちゃったんじゃないかなっていうところですよね。まあ、といったところで、次行きましょうかね。はい。こたつねこさんの書き込みをご紹介しましょう。産地偽装を犯す業者が後を絶たないですね。熊本では熊本産のアサリの中に外国産のアサリを混ぜて販売したり、奈良では中国産うなぎを日本産と表記して販売していました。上川さんは産地偽装問題について、意見を聞かせてくださいということですね。ありがとうございます。まず第一にですね、この熊本産のアサリの中に外国産のアサリが混ぜられていましたよっていうニュースなんですけども、どうやらこのニュースはこの熊本産のアサリの中に外国産が入っていたんじゃなくて、熊本産っていう表記がされているアサリは、まあ、ほぼほぼ9割、まあ、9割からもう9割9分ぐらいの勢いで、中国産があったと。だから、純粋な熊本産のアサリなんて、ごくごく少量ですよっていう状態だったそうです。まあこれは中国の方でまずアサリのある程度作られたものをまあ輸入して熊本で畜養といってまあ海にまあ浅瀬のところにばらまいて、でそれがある程度期間が来たらはい収穫ってやると、まあそれが最終的な場所としては日本産熊本産のアサリですとして出荷されると。で一番悪いのはこれ育成期間というか、どのくらいの期間を中国と例えば日本で割り振ってるかっていうと、まあほぼほぼ中国の方が長くって、でも実際に長いのを帳簿上というか書類上においてはギュッと短くして、で、熊本の時に、海に撒いた部分は、本当は短いんだけど書類上はぐわっと長くしてっていう形で、期間をごまかしまくった上で熊本産ですって言っていたっていうね、もうなかなか悪質だなっていう話ですね。まあただしですね、まあ中国産だからといってみんなが食べてぐわーって健康被害だっていう話にはなってないようなので、まあそういった意味ではまあ食べられるものは一応出荷していたというところですよね。でもですね、これもう単純に中国産なら中国産で書いて売れよっていうのがまあ第一で、でこの話っていうのはテレビ報道なんかを見る限りは昔からもう10年20年レベルで昔からやっていたんだから、この監督官庁も知っていたはずでそれを摘発してこなかったんじゃねえのっていうような話はまあ結構出てますよね。このあたりをお役所の人たちも見逃していたとしたら、やはりこれは民間業者だけではなく、それの監督官庁、そういったところにもやはりメスを入れるべき話ですよね。あとは奈良の方で中国産うなぎをっていう、これね、これちょっとびっくりしたのは、このお店の言い分としては、まあ国内産のものよりも中国産のものの方が、私たちはうまく調理できてお客さんに美味しいものを提供できるんだみたいな話をしていて、なら最初から中国産うなぎですよって書いた上で売れよっていう話ですよね。美味しいか美味しくないかっていうのはまあそれは確かにお店の問題だし、例えば中国でやったとしても、例えば定型のそういった育成業者の腕前がめちゃくちゃ良くって、まあ美味しいうなぎができたのかもしれないと。でもお客さんに出す前にちゃんとそこは考えてくれよと。いや中国でいいうなぎが作れるようになったんですよ。だから皆さんにこのお値段でご提供って言えば、まああとは選ぶ方の話ですよね。でもこの話っていうのはそういったものを全部隠した上で、はい売ってみんな気づいてないな、よしよし閉めっていう状態でずっと来たわけなんで、まあこれとても悪質ですよね。
まあ美味しいか美味しくないかっていう話じゃなくて、そこは嘘ついちゃダメでしょって話ですよね。まあ、このあたりはやっぱり罰則をある程度強化して、それを摘発するのをある程度専属犯みたいなのを作って、十分監視をしない限りはダメなんでしょうね。新興っていうか、作ったばかりの企業がこういったことに手を染めるだけではなくて、もう随分長い間商売してるんだけど、バレてないから継続的にやってしまうっていうパターンもあるので、そういった意味では監視する側の体制っていうのもやっぱり大切なんじゃないかなと。日本の企業だからまあやらないだろうではなくて、日本の企業だって当然やるところは出てきちゃうので、ここはちゃんと摘発していって、みんなが間違いなくこれはこの国で作られたものなんだなっていうのを分かった上で買う。まあそういったことを保証してあげる体制っていうのが大事ですよね。ちなみにこの中国産うなぎの話なんですけれども、私はふるさと納税っていうのを利用してうなぎを買うことが1年2年とここ最近続いていて、鹿児島産のものっていうのは美味しいんだけど、和歌山産ですよっていううなぎを買ったらなんか随分まずいなっていうまずいって言うと変ですけれども、あれなんか全然違うレベルだなっていうのがあって、そういうのを思い返すと、あれは偽装されたやつなんじゃないかなとかね。そういうのちょっと思ったりしますね。よいしょ。はい。ひよこかこさん、スーパーチャットありがとうございます。お茶代にしてください。ありがとうございます。その前にも。はい。シュナウザさん。皆さんこんばんは。スーパーチャットを使って皆さんこんばんはってなかなかですよね。ありがとうございます。山下秀樹さん、晩ご飯の足しにありがとうございます。もう2000円じゃちょっとうなぎは食べられないですけど、2000円だったら美味しいものはいっぱい食べられますよね。ありがとうございます。よいしょ。役人の人はやっぱり美味しいものを食べるんだろうなっていうのはちょっと思いますよね。田口さん、確かにあそこの国のうなぎは泥臭い。処理がやっぱり甘いっていうのはあるのかもしれないですよね。よいしょ。ともさん、そもそも産地の定義もいろいろ怪しい。そうなんですよね。この熊本産のアサリの話で言うと、育成期間が長い、一番長いところを、産地として表記しなさいっていう話になっていて、だからこそ書類上においては、中国の方を短く、熊本で長く、育てました。だから熊本産ですっていう、言い分を作ってたんですよね。このあたりは、いろいろありますよね。他の国で育ててきたものを、日本に持ち込んで最終的な加工をしたから日本産っていう、そういった書き方をするところもありますからね。というわけで、こたつねこさんありがとうございます。産地偽装ダメですっていうのをやっぱり法律で縛るとともにそれを監視する仕組みっていうのを作る必要があると思いますね。悪い業者についてはやはりお給を据える必要がありと。以上。カモリンの平さん書き込みありがとうございます。石原慎太郎さんがお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。生前は三国人発言があったり、怖いおっさんのように感じていましたけれど、今見れば一番真っ当なことを言っていましたよね。後から見ると周りがついていけなかっただけでまさに正論と感じました。彼が総理大臣をやっていたら日本も変わりましたかね。上川さんはどう思いますか。これに対するコメントお二人入っております。孫中山さんが石原さんも切り取りやすい発言があった政治家ではありましたが、個人的には普通の人が持つ愛国心と変わらない程度のものだったと思います。
一般人が普段やることがない発信を政治家の立場で述べただけなのではないかと思います。まだまだいっぱいありましたね。東文京さんは、石原慎太郎さんは、小池百合子さんを厚化粧の女と言ってました。確かに小池さんはバターナイフでファンデーションを塗っているという噂がありますし、大きな音を立てると化粧崩れが起きるとも噂があります。これでヤンさん、石原さんにも申し上げたのでご存知のはずですが、私には顔にあざがありますので、それを隠すメイクをしておりますと、なんかの時メディアの前で言ってましたね、という、そんな話がされておりますね。まずはですね、この石原慎太郎さん、先日お亡くなりになられたわけなんですけれども、この方がさあ総理大臣をやっていたら日本も変わったかっていう、いわゆる if で言うと、確実に変わっただろうなと思いますね。で、それはなんでかっていうと、この石原慎太郎さん、いわゆる政治家として一番何がやりたいですかっていう話になった時には、この方の場合だと、憲法改正、いわゆる自主憲法を制定しようっていうのが、いわゆる政治家として一番やりたかったことだと言われています。石原さんとしてはこの憲法改正っていう言葉ではなくて、自主憲法制定っていう、話をされていました。これの違いっていうのは何かっていうと、今ある憲法のこの部分直した方がいいよねっていう話ではなくて、いや、そもそもこれは、占領時代に GHQ が原案を作ってっていうようなその出自を考えると、日本人が日本人のために最初から全文考え、そして書いたそういった憲法っていうのに基づいてこれからの日本はやっていくべきだっていう考え方があったというところですよね。このあたりの評価については、その時代をどう評価するかっていうのはちょっといろいろあるんでしょうけれども、記事を一応2つご用意いたしました。まず第一には産経新聞の方と、どこだったかな。あった。よいしょ。朝日新聞。いわゆる、全く対極にあるような新聞で、この石原慎太郎さんについてどう書いているのかなっていう、この2つの記事がありまして、まず第一に産経新聞の方では、先ほども述べたように、自主憲法制定っていうのを追求した、まさに政治家としてこれやりたいぞって言われる、そういった明確な大目標があったっていうのをまず評価しているというんですね。で、実際問題一番大きなテーマとしてまず掲げるものがあって、その上でさあそれ以外の話どうやっていこうかなっていうそれぞれの個々の政策論になった時に、例えば東京都知事時代にディーゼル車をはじめとしたいわゆる排出ガス規制っていうのをやって、東京都で規制をかけることによって日本全国多くの業者にとっても環境問題、これに対応しなければならないなっていうのを促すことができるっていう、ある意味そういった国政を動かすことにはちょっと勢力は伸びなかったんだけど、でも東京都知事になることによってできることがあるんだっていう、そういったことを示した、そういった先例的な部分はありますと。ただしですね、この産経新聞の方ではそうした憲法の自主制定の話なんかを中心にして、前向きな評価が書かれているんですけれども、じゃあ、朝日新聞の方ではじゃあどんな風に書かれているかって言われると、ちょっとタイトルの方で、方言もという風なことが書いてあるのは、そういったいわゆる負の部分についてもありましたよっていうのが書かれている部分ですよね。朝日新聞でもやはりこの自主憲法制定っていう話が書いてあるんですけれども、それ以外の部分もやはりいろいろ書いてあって、例えば失敗した政策としては、この東京都知事になった後作られた、銀行がありますと。この銀行経営っていうのがまさにものすごい大失敗で、東京都民の税金もガンガンつぎ込むような、ものすごい失態を演じてしまったと。これに関しては産経新聞の方でも、いやー、東京都知事の石原さんとしてはこれはもう大失敗ですねっていうのを書かれちゃうぐらいの失敗だったという話ですよね。それ以外にもやはり朝日新聞としては、
尖閣国有化を推進して反日感情を招いたその原因は、石原慎太郎さんにあるんだというような書き込みというか記事なんかも、ありますね。まあ、ただしですね、これ、国有化するかどうかとか、東京都として買うかどうかっていうこのあたりの話っていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、中国の方にこそ本来の問題の根源があるのであって、日本側でこの動きをしたからといって、じゃあ石原慎太郎さんすごい悪いことしたよねっていう話はちょっと私は違うと思いますね。結局のところ中国の国力がだんだんと増大していく中にあって、まあ、海洋戦力も順次、拡張してきたと。その中において、まあ、尖閣諸島をようやく狙えるようなことになってきたぞっていう、そういった全体状況があったからこそ、この尖閣問題っていうのは生まれてきたわけです。日本が国有化したかどうかっていうのは基本的には中国側から見た場合において、おっと手出ししにくくなるのかなどうかなっていうところから話題になっただけで、別にね、これ日本側としてはもともと日本人のものなんですから、それをどうこうするのはあくまでも日本国内の話ですからね。これをもってして石原慎太郎さんがすごい悪者だっていう表現は私は違うんじゃないかなと思いますね。まあ、その後朝日新聞はですね、まあ、こんな発言をしてやがって的な感じで、まあ、過剰書きって言うと変ですけど、まあ、いくつも挙げてますよね。石原慎太郎氏の発言、三国人津波や天罰発言が物議。その他、国のことをするために東京のことをする。首都東京は一つしかない。まあ、これは問題発言ではないと思いますね。次の発言が、まあ、その当時、大いに物議を醸したと言われているもので、三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返しており、大きな災害では騒動事件すら想定される。警察の力に限りがあるので、皆さんに出動していただき、治安の維持も大きな目的として遂行してほしいという、まあ、ここで言う皆さんっていうのは、陸上自衛隊練馬駐屯地で開かれた総隊記念式典での挨拶ということで、まあ、陸上自衛隊の人たちに対して、もしかしたら警察の力が、抑えられないほどに、外国人の人たちが凶悪な犯罪をものすごくやってしまうかもしれない。その時、あなたたちもぜひとも、出動してくださいね、みたいな話をして、ここで言う、そこまでのことは、起きてなかったはずなんですけれども、そういったことを起こるかもしれないぞっていう時に、この言葉遣いというのが、大いに物議を醸したという記事になっております。よいしょ。といった具合にしてですね、この政治家石原慎太郎についての話っていうのは、朝日新聞だとどちらかというとマイナスが多かったんじゃないみたいな形で、書いていて、産経新聞はどちらかというとそうした問題よりも全体の大きな政治的なスタンスとして自主憲法を制定して日本を全く違うところ、つまり今よりもより良いものにしようとした政治家だったよっていう、全体の肯定的な評価がされていると思いますね。そういった意味では、一番最初の話に戻ってくるんですけども、カオリンさんが書かれているように、じゃあ彼が総理大臣をやっていたら日本も変わりましたかねっていうこの質問に対しては、石原慎太郎さんに代わっていたら、石原慎太郎さんが総理大臣をやっていたら、確実に日本の政治に大きな功績を残した可能性がある人だと思います。実際のところ憲法改正に突き進むためにはその当時の自民党がどのくらい議席を持っているかという問題は出てくるんですけれども、少なくとも彼が例えば憲法の発議に必要な議席数を持つ勢力があったとしたら、おそらくはチャレンジしたと思いますね。その時に自主憲法制定として全文を1から100まで全部書き直すというのはちょっと無謀すぎると思うので、具体的には個々の条文についてここ見直しましょうっていうところからはスタートしたとは思うんですけれども、少なくとも憲法発議して国民投票っていうそういったことが現実になったんじゃないかなと思わせるような人でしたね。はい。ただしこの話としては、私は石原慎太郎さんと同じ世代をずっと生きてきた人間ではないので、あくまでもそういった話が、自分が大人になった後に、
蝶々発信やられてるのを見てたなぐらいの話なので、その熱量っていうのはむしろこのチャット、この生放送を見てる人たちの方がより肌で感じていたんじゃないかなと思いますね。うん。おもちパンダさん、石原慎太郎氏は真っ当な日本人でしたね。まあそうなんですよ。別になんか特殊な人間扱いするの間違ってると思いますね。ガロさん、自分もうなぎ大好きだからさ、以前は自分で釣って食べましたよ。完全天然です。なかなかそれはまあちょっとハードル高いですね。私、うなぎは大好きですけど、さあ、うなぎを取りに行こうとはなかなか思わないですからね。レンさん、たこ焼きおかずになるんだって驚いてますけれども、下流サイサーさんが書かれてますけれども、たこ焼きもおかずになります。焼きそばも以下同文。もう、たこ焼きにしても、焼きそばにしても、お好み焼きにしても、まあ、ご飯のおかずになると私は思いますよ。まあ、学生時代で言えば、焼きそばロールパンとかね。もう、どっちもなんて、炭水化物やんとかね。まあ、そういったものもありますからね。まあ、今でもスーパーで売ってますよね。焼きそばをパンに挟んだものっていうのが。総文教さん、朝日新聞に叩かれるんだから石原慎太郎氏は国士。まあ、朝日新聞が叩くっていうその理由としては、まあいろいろありますけれど、この場合だと明らかに産経新聞との色合いが全く違うところから見ても、あ、朝日新聞はずっと目の敵にしてきたんだろうなっていうのをちょっと感じさせる記事ですよね。亡くなった後にそういうことを書くのかっていう部分で言うと、まあいわゆる影の部分と呼ばれるような部分を、まあ分量としてかなり大きめになってますからね。古地さん、もしこの方が総理になっていたら時代が追いつけず、政治家を辞め、政治家を辞め、作家専業になられてしまったような気がしますっていうことですね。まあ確かにその可能性はありますよね。総理大臣になったら一応は日本国内においてはいわゆる権力のトップなわけですから、さあこれでチャレンジするぞっていうその環境役職としてはもう最高の地位なわけです。まあでも実際のところ周りがそれに追いつけてサポートしてくれるのか、例えば自主憲法制定に乗り出すぞって言った時に他の人たちがついてくるのかってなった時についてこなかった可能性というのは確かに現実あると思います。まあちょっと話をしましたけれども、結局政治家は原文どこを変えるかっていう定義をまあ定めて、それを国民に示すことはできるけれども、いざそれに OK を出すか出さないかはまあ国民投票。そしてその憲法改正の発議をするためには、やはり議員のまあ大部分が賛成しないとこれを発議できないわけですからね。例えば単独過半数とか、もしくは連立政権でギリギリ、まあなんとか半分超えたかなぐらいな感じで、他の党が全然協力してくれなかったら、まあ発議できないわけですからね。よいしょ。まあそれで言ったらね、岸田さんは本当だったら、まあ日本維新の会あたりをまあ巻き込んで憲法改正の発議を、まあ一応できないわけじゃないんだけどなっていうところなんですよね。本当に変えようと思えば、まあ変える手段というか、まあ今はそれだけの政治勢力はあるはずなんですけどね。まあ残念ながら今の岸田さんにはそんな、いわゆるぶっとい志みたいなものはないんじゃろうというところですよね。淀川うなぎは一切れ5000円の高級品ですってこと。一切れ5000円ですか？それ高いなぁ、高いなぁ。まあ、お重で頼んで4800円みたいな感じだったらなんとなくイメージ湧きますけど、一切れ5000円でなるとちょっととんでもない額ですよね。さて、それでは次行きましょうかね。ずっと。ほいほい。はい。それでは HT さんの書き込みをご紹介します。そろそろ卒業式のシーズンですね。卒業式や卒業に関する話題はいかがですか？私の中学
卒業を祝う会で生意気同級生たちが先生たちの悪口替え歌を歌い顰蹙を買った思い出があります。なかなかそういうの面白いですね。シューマッハさん、あまりにも昔すぎて思い出せない。いやー、なるほどね。まああるでしょう。でも本当ね、今年というか去年もそうなんですけど、この卒業シーズンをなんかね、もうなんていうか全然祝えなかっただろうなっていう人たち多いと思いますね。新型コロナの問題もあって学校行事はやはりなるべく密にならないようにしてくださいねっていうのがものすごく学校の教育現場に浸透してますから、マスクした上で距離取って、会話もなるべく少なめにしてみたいな、そんな規制をかけられた状態なのでね。だから以前に比べるとこの卒業式ではっちゃけるっていうのも結構難しかったんじゃないかなと思いますね。だから今の人たちがこの新型コロナの問題が終わった後に改めてね、もう一回こういった卒業式をなんていうかな、集まってやり直すっていうのも変ですけど、なんかそういう機会があってもいいんじゃないかなとかちょっと思いますね。兵庫加古さん、北京オリンピック後の中国と世界情勢どのようになるか、上川さんのご意見をお聞かせください。そうですね、この後北京オリンピック、大会が進行していくわけなんですけれども、一般的な話としては、この北京オリンピックの開催中は、ロシアは軍事的な侵攻をしないんじゃないかなっていう希望的観測は流れていたりします。でも、むしろこの2月中が最もロシア軍にとっては動きやすいんじゃないかっていう話もあって、さあどうなるかなっていうのが読めないところですよね。で、今は冬じゃなくて別に春を待って夏を待ってっていう風に時間を持った方が、いやロシア軍の方が動きやすいんじゃないのっていう意見もあるんですけれども、どうもウクライナの地政学上というか、むしろその地政学じゃないな、そもそも土地の現状から言うと、結構暖かくなってくるとドロドロと、そういう湿地帯的なものとかもいろいろできてきて、あんまりロシアの戦車がバンバン動くには良くない土地がいっぱいあるよっていうこともあって、いやいやそれ道がいっぱいあるよだから別にそんなとこ通らんでいいじゃないかってなるんですけれども、道路を走っていけるなんていうのは結構リスキーなんですよね。結局のところどこでもいいから草原でも湿地帯でも通れるようになった状態だったらポイントを絞ることが難しいわけです。でも道路を通ってきてさあ進軍だってなった時に、道路ってのはもう固定された場所ですから、遠く離れたところから狙ってもうバンバン打ち込むことができるわけなんですよね。だから防御側にしてみればどこを通ってくるかっていうのが分かってるっていう状態なのは守りやすいというか防衛戦はしやすいんじゃないかなっていうそういった事情もあると思います。なので今みたいな冬でしかも凍ってくれたら、ドロドロのところがカッチカチになってどこでも走れるぜってなった方がむしろ冬の、装備が充実しているロシア軍にしてはちょうどいいんじゃないかなっていうところから、今の時期にこのウクライナで開戦してしまうかもしれない、そういった事情が考えられています。そしてもしも軍事的な脅威っていうのが去ったとしたら、この後習近平国家主席は確か秋のその共産党の大きな大会で次の自分の政権作りっていうのを進めるんじゃないかなと言われています。このあたりはですね、どうなるかはまだわからないところなんですけれども、少なくともよし私引退するぞっていう気配は全くない状態なので、自分の権力基盤を固めるために中国国内で例えば腐敗一掃運動を繰り広げるなんかして、自分にとって政敵になるような人物については、この人何か汚職がものすごくひどかったからもうダメだねっていうような形で中国国内政治的な動きが起こるかもしれません。で一方においてここ最近の中国共産党、特に習近平国家主席のやってる経済政策っていうのは、経済をぶっ壊してでもいいから何か自分にとって都合の悪いものはどんどんと切り捨てようっていう
いわゆる日本人の感覚的には理解できない、とにかく権力基盤維持みたいな、そういった優先順位がね、結構理解できないことになってきてるんですよね。例えば、ゲーム業界に対しては子供たちがもうバカになってしまうから、ゲームをさせる時間はもう土日のほんのちょっとの時間だけでもう毎日やらせるので言語道断だみたいなことを言い出したりとかですね。で、それに伴って実際のところ、中国では中国国内向けの新しいゲームについては認可が下りなかったり、そんなこともあってゲーム業界の人たちが仕事がないもんだから、会社が倒産しちゃったよなんていう話が結構出てきたりするんですよね。でも中国にはテンセントって言ってこのゲームのものすごいいわゆる巨大企業が、育ってきたところなんですよ。だから今のゲーム業界、世界的に見るとアメリカのマイクロソフト、そして日本のソニー、そして中国のテンセントみたいな感じで、いわゆる三大メーカー的な、扱いを受けてるんですけど、この一角のテンセントがもしかすると、習近平国家主席にしてみれば、いや、お前たちのやっていることによって中国人がゲーム付けになったらたまったもんじゃねえからお前潰すわみたいなことになるかもしれないなっていうね。もうこのあたり私たちの感覚的に言うと、でっかい企業ができたんだったらそれ伸ばしてやればお金儲けできるんだからいいんじゃないみたいな感じで言うと、ちょっと違うぞという話ですよね。このあたり私たちの感覚と違うところで、塾事業、いわゆる子供たちの教育熱っていうのが高まってきて、親がガンガン子供たちを塾に通わせてます。習い事させてます。お金かけすぎです。お金をかけすぎてるからみんな子供を作ることに対してものすごく後ろ向きですっていう話が中国国内で蔓延してしまうと、それに対して習近平国家主席何をやったかというと、もう塾に営利営業させる、もうみんなからお金を取るような営業なんかしちゃダメだっていうようなものすごい極端な政策を取ったんですよね。で、これをやることによって、子供たちから塾代もらっちゃダメなのってなった瞬間にその事業はもう破綻しちゃうんですよね、当然のように。だから中国国内ではその関連の、会社がもうバンバン倒れるようになってしまったと。一部生き残ってはいるんですけれども、その生き残っているところもいわゆる以前に比べると規模は縮小してます。例えば中国国内ではそうした受験戦争っていうのを加熱させないようにするために、違う科目についてちょっとこれから、取り組んでいきましょう。例えば運動についてはこれからもう少し重視していきましょうねってなったら、今度はもう塾の方でもうガンガンメタメタに叩かれたそういった会社の人たちが、よしこれからは運動教室やるぞみたいな形でなんとか生き残りをかけて戦ってるっていうね。もうなんかもう中国っていうのはそういう風にして政治が何々についてダメだって言った瞬間その産業がボッコボコに叩かれるっていうね。もう日本人にはなんつう恐ろしい国だっていう思うんですけどね。そういった具合にして特にね、もうある一つの命令をもとにしてある業界が完全に、それまでと違うことになるっていうのが簡単に起こる国なので、本当に読みづらい国です、中国は。日本とかアメリカはどちらかというと、何々の延長線上に何々が起こるなっていう、ある意味予測がどちらかというとしやすい国なわけです。ある日突然岸田総理が、何か全く別人みたいになって、よし憲法改正しようぜとかそういうことを絶対言わないだろうなって思うじゃないですか。そのぐらいの勢いで、もう中国ではある日突然、もうこれからはこれだからもうそれに逆らう人ダメですよってなった瞬間にその業界の人たちがババババババーと全員首を、ちょん切られるっていうね、恐ろしい光景になってしまうっていう。何にしてもですね、今年まさに習近平国家主席は権力固めをもう一度再点検していこうと思うので、おそらく中国国内においてはいわゆる腐敗一掃運動っていうのと一方において、みんなのお金回りがなるべく良くなるようにとか、悪いものは追放だみたいな、いわゆる文化統制、教育統制、そういったものについて、力を入れるんじゃないかなと思っております。それらは本当に日本から見るともうとんでもないことなんですけども、あちらの国ではそれが日常の風景なんですよね。本当に私は日本に生まれてよかったなと思っております。中国に生まれていたら、
まあ、なんていうか、批判精神が湧き起こった瞬間に、もうどこかに連れ去られる可能性があるっていうね、まあ、恐ろしい国でございます。じっとな。うん。うん、ゲプ。うん。ズオさん。決断が早いのは裏山。方向が間違ってるうちは笑い話になるけど、都合が悪い方向の決断されると周辺国としては困る。まあ結局のところですね、この、いわゆる独裁者、もしくは一人の権力者に、もうありとあらゆる権限が集まっている状態っていうのは、何かを決めた時のその行動っていうのは圧倒的に早いっていう特徴があります。悪い方向に行けばとんでもない方向にもちろん行くわけですけれども、日本にとってきついなこれっていうことも当然のように他の国よりも圧倒的に早くしちゃうわけですよね。まあだからこそ中国は侮ってはいけないっていう話ですよね。まあこれは銀河英雄伝説っていうのをまあ読んだことがある人だったらまあ有名な話かもしれないですけども、有能な独裁者に率いられた専制政治っていうのは、まあもしかしたらその国の国民にとってはまあ非常に居心地のいい状態になってしまうと。一方において腐敗した民主主義体制にまあずっと享受している人たちっていうのはもう決められることが本当にもうみんなが議論しまくって意見がもう勝ち合うばっかりで何も決められなくって物事がどんどん、停滞していってなんだこれっていうことになってしまうっていうね。どっちの方がいいんだよっていう、まあそういったことにもなれてしまうと。まあでも習近平国家主席の場合だとそういった意味では別に前線を引いてるわけじゃないので、まあこの場合においてはまあいずれ自滅するだろうとは思うんですけれども、ただその自滅するまでの期間に日本側の守りが固められていないと、まあ一緒にこっちもボコボコになってしまうっていうね、ここが痛いところですよね。今の日本っていうのはそうした意味においては守りが非常に緩い状態ですよね。日本国内において、まあ今回の話で言うと石原慎太郎さんの話もありますけど、憲法っていうのは結局のところ日本にとっていいものが日本人自身で作れないような状態で、でもこれでいいじゃないかっていう護憲派の人たちがやたらといっぱいいて、憲法改正もままならないと。で、そんな憲法下において、まあ自衛隊っていうのはいつまでもまあ軍隊ではありませんよ。あくまでもこれは戦力なんだけど戦力じゃないよみたいな、そんな中途半端な状態になってますしね。まあそんな感じだから中国側にとっても非常につけ込みやすいっていう守りの、まあ、ガラ空きとはまあ言いませんけれども、本当に日本が自分で自分の国を守ることも難しいっていう状態なんですよね。まあだから中国がそうやって独裁政権っていうのがまあなんとなくこちらにとっても都合の悪い状態になっちゃってるんですよね。うん。というわけで、兵庫加古さん、書き込みありがとうございます。まあ今年の中国っていうのはそうした意味では国内の引き締めを政治的に行うんだけども、経済的に見れば私たちにしてみれば、そんなことをやったら経済的にダメージ出るのになんバカだな、みたいな話がもう普通に出てくるんだろうなと思いますね。まあね、でも政治的に頑張れば別に経済的にはもう何でも構わんわっていうのは極限まで行くと、まあ、北朝鮮の例があるんですよね。北朝鮮は本当に経済的にはもうボッコボコなわけですけれども、じゃあそれによって権力基盤はどうなってるかっていうと、別に全く問題なく政権は続いていきますっていう状態なんですよね。まああれなんかを見れば、どんなに国民が困っても政権を維持することはある程度可能なんだっていう、まあ非常に悪い例をまあ見せてくれているので、中国にしてみても、中国企業がこれまでまあ発展してきたとしても、それが政権にとって都合の悪い存在であれば、潰すことに何ら遠慮しないぞっていうね。まあそういったことが私たち日本人としては、まあちょっと考え方の違いでかいなっていう思わせる出来事だと思いますね。DDTO193、ウクライナオネシャスということで、ウクライナ問題ですね。はい。まあちょこっとウクライナの話、触れましたけれども、まあここ最近のウクライナの話で、まあいろいろニュースは出ております。
特にですね、ウクライナのその周辺にロシア軍が10万ぐらいいますよっていう報道が繰り返されているわけですけれども、10万っていうのはもう、以前の数値だと思ってください。報道ベースでは10万ですけれども、もうその後も続々と、ロシア軍は後方から鉄道輸送されている兵器やその兵器に、担当する兵員も一緒に送られてきている状態なので、目標17万人体制っていうのに向けて少しずつ状況が進んでいるので、今が13万人なのか14万人なのか15万人なのか、その詳しいところは出てこないんですけれども、もう10万人は明らかに超えてるだろうと言われています。そういったこともあるので、徐々に兵力が整っているので、ゴーサインが出るか出ないかだけが今本当に、もう本当に運命の分かれ道の状態ですよね。で、今、ニュース機としては、このウクライナっていうのが、ものすごくロシア側のプロパガンダ情報がもうバンバン流されている状態で、その一番代表的な例としては、ウクライナの中には親ロシア派の人たちがたくさんいるから、これらの人たちが、いわゆるロシア軍を内側に呼び寄せるような形で、いわゆる戦争じゃないよ、あくまでも治安維持だよっていう形で、物事が起こってしまうんじゃないかっていう風な話が出ております。ただしですね、このウクライナ領内にいるいわゆる親ロシア派の人たちがロシア軍を手招きするっていうこの話については、今のところはですね、ロシア側の流しているいわゆる政治宣伝工作なんじゃないかなっていう話が言われています。これはですね、ロシア側にしてみれば実際に戦争だっていうようなことをすれば当然のように批判を受けるんですけれども、ウクライナ領内にいる人たちが私たちを呼んでるんですよっていう、いわゆる大義名分を作るために、そうした自分たちにとって都合のいい情報をガンガン流してるんじゃないかなっていう話ですよね。で、日本にはこうしたロシア問題に対しての専門家の人たちっていうのが、残念ながら本当にごくごく少数しかいないっていうこともあって、そうしたロシア側の流しているプロパガンダっていうのを、いわゆる一つの重要な情報として日本のみんなに、伝えてしまう関係で、ウクライナっていうのはそういったロシア派の人たちがたくさんいて、じゃあ戦争じゃなくて内戦とかそういった感じで、ロシア軍が中入ってきちゃうかもしれないのっていうのは、考えてしまう人たちがたくさんいると言われています。で、こういった状態っていうのは、先ほども述べたように戦争じゃないんだ、あくまでもこれはっていう、いわゆるロシア側の話なので、ちょっと話半分以下にちょっと収めておく必要がありますよね。ロシア側としてはそのようにして自分たちにとって都合のいい話、ストーリーっていうのを、今積極的に流している状態で、逆に言うとウクライナ側がそれを否定するための、準備というか組織作りっていうのが全然できてない状態なので、一方的にロシア側の発信している情報っていうのが流れていると。だからこそ日本ではロシア軍っていうのはどんどんと増強しているにもかかわらず、いつまで経ってもロシア軍は10万人ですよっていう謎の数値規制がかけられているっていう話がありますからね。実態としてはどんどん増えているのに、日本の伝えるニュースっていうのは、なぜかロシア側の公表っていうか、ロシア側の流している過小に見積もられた数値だけが、延々と伝えられるっていうね。不思議な状態になっております。この状態っていうのは、決して、絶対こんなどうせ、戦争なんかしたら被害が出るからやめるだろうっていう、いわゆる希望的観測ではなくてですね、もしも起こったらさあどうしようかっていう動きは結構出てきています。アメリカのバイデン政権、日本が輸入する天然ガス LNG、ヨーロッパに融通できないか要請というニュースが、こちらは昨日のニュースとして流れております。で、このニュース一体なんで LNG、日本は生産国じゃなくて消費国なのにわざわざアメリカがこんなことを言ってくるかっていうと、これはヨーロッパとロシアとの関係を非常に考えていかなければならない。で、今ドイツ、例えば、ノルドストリームと呼ばれるようなパイプラインを通して
ロシア産の天然ガスをヨーロッパに供給っていうのがあります。これは今はドイツの話しましたけど、ウクライナ領内もパイプラインが通っていて、東欧の国々なんかにロシア産の天然ガスが供給されていたりもします。もしも戦闘が発生した場合においては、そもそも戦闘地域のパイプラインが破損するかもしれないし、それ以前にそもそも線をキュッと締めて、ロシアが欧州に対して、ヨーロッパに対して天然ガスを渡さないっていうことが起こりうるというところですね。逆に言うと、ロシアの方は、いや、契約なんだから売ってあげるよと言うかもしれないけれども、逆にヨーロッパ側の方としては、経済制裁の一環として、ロシア産の天然ガスを買わないっていう、これはもう完全に自分の首を絞める行為なんですけれども、そういったこともあり得るっていうところですね。そういったこともあって、輸入一辺倒の日本に対しても、いや、契約分ちょっと回してくれないっていう話ですね。で、これはあくまでも今すぐ送れっていう話ではなくて、もしもそんなことがあったとしたら、ちょっとこっちに回してくれないっていう話ですよね。でもそんな話が一般的なニュースで流れるぐらいには、ちょっと日本人の考えている以上に、アメリカはこの問題はちょっとこの後本当にあり得るぞという、そういった備えに入っている話ですね。そんなこともありまして、天然ガス以外の資源価格も上がっております。ニューヨークの原油市場先物価格ですけど、一時93ドル台に上昇。これは約7年4ヶ月ぶりですよという話になっております。ニューヨークの原油なんだから、日本は中東原油なんだから関係ないだろうっていうと、そういったわけでもありません。結局のところですね、北海油田で取れたものであろうと、中東だろうと、アメリカのものであろうと、南米から取れたものであろうと、ある程度石油の価格っていうのは連動するものです。どこかの地域で値段が上がってるの、どこかの地域では極端に安くなって10分の1だとかそういったことはちょっとないんですよね。全体的に上がってきたらもうそれは他の国の他の地域の天然ガス、石油とかもうそういったエネルギー価格が同時にゆると上がってきちゃうんですよね。そしてちょっと奇妙なことも起こっておりまして、じゃあ今すぐこういう物資の輸送に待ったがかかっているかというとかかっているわけではありません。ドイツは相変わらずノルドストリームから天然ガスを購入しておりまして、ノルドストリーム2っていうのができたら、供給量がもっと増えるだろうなんていうふうに言われています。これはあくまでも、もしも戦争のようなものが起こったら、供給が滞るという話で、今は起こっていないので、物のやり取りに制限はかかっておりません。その影響もあってですね、ヨーロッパでは今ロシア産の石炭をどんどんと買っているっていうね、もしかしたらこの後供給が止まるかもしれないので、今のうちに買い込めるだけ買い込めなんていう動きが起こっているわけです。で、こういった急いでもっと今すぐ欲しいみたいな話になるとですね、値段は上がりやすいんですよね。だって欲しい人がたくさんいるんだから、それ値段釣り上げてでも、みんな欲しいの？でも値段高いけどいい？みたいなことが話通りやすいんですよね。これは需要と供給というやつで、供給する側にしてみれば別に大量に売る必要もなくて、みんなが需要が高いんだから、値段を高く上げて、より少ない量で高い利益を、なんていうことに、なっちゃうんですね。この後に実際に戦闘が起こるかどうかっていうのとはまた別に今資源価格っていうのは、ものすごく値段が上がりやすい状況です。特に先ほども述べたように、ドイツは天然ガスにしても、特にロシアに対してのエネルギー依存度が高いので、今お金をせっせとドイツ側に払っているような状況ですね。ウクライナ情勢っていうのはそうした意味においては、徐々に状況としては悪くなっているという感じで見た方がいいんじゃないかなと思いますね。少なくとも状況が改善に向かっているっていうふうに思っちゃうと、この後何かが起こった時になんでっていうふうになるけど、考え方としては徐々に、ロシア側は兵器の
配置にしても、兵員の配置についても、どんどんと厚みを増していて、ゴーサインさえ出れば、国境を越えてくるだろうっていう、そういったことを前提にして思っておくと、ついに来たかっていう、いわゆる、構えることができるんですよね。私は以前の動画でこの問題に対しては日本は積極的に関わるべきだっていう話をしましたけど、それはあくまでも軍事的にではなくて政治的になんですけれども、結局のところウクライナはクリミア半島をロシアに取られた。日本は北方領土をロシアではなくて、ソ連時代に取られたっていうことがあるんですけれども、同じように領土を取られたっていう、ある意味仲間的な部分はあると思うので、私は政治的においてはウクライナに対しては、応援すべきだと思いますけどね。そうでなくては、例えば北方領土問題でロシアの機嫌を損ねるから、このウクライナ問題に対してももうだんまりを決め込むなんていうことをしたら、ヨーロッパの国にしてみたら、この問題に対して何にも日本は協力してくれないんだっていう、そこものすごい多くの国々にマイナスの影響を与えますからね。特に北方領土問題っていうのは難しいのは、ロシアは一応交渉の席にはつくんですけど、心の中では別に返す気なんてゼロだなっていうふうに私は思っていて、返さないんだけど交渉の席につくことによって、窓口を維持して、なんだったら日本側がいろいろな便宜を図ってくれるとか、外交上においてロシアを敵に回さないような行動をしてくれるんだったら、こんないい話はないなっていう、そういったロシア外交にとって都合のいい存在に北方領土がなってるんですよね。というわけで、中国の話とこのロシアの話っていうのはある程度関連性がある話で、例えばですね、もしも戦闘が発生した場合においては、天然資源がヨーロッパに向かうのが難しくなるっていうのを前提にして考えて、今中国とロシアとの間における天然ガスの供給パイプラインの増設の話なんかも進んでいる。こちらは AFP 通信が流していましたけど、売り先が別にヨーロッパじゃなくても、別に中国が買ってくれるんだったらいいんじゃないっていうのが、ロシア側の考え方ですね。で、今、オリンピックで、プーチン大統領と習近平国家主席の首脳会談が行われましたよっていうニュースも流れていますけれども、その中でも、ロシアは中国の主張、例えば尖閣じゃなくて台湾問題ですね。台湾っていうのはあくまでも中国の一時法であるっていうその主張をプーチン大統領は支持しますよっていう話をしていますし、また同様にしてですね、中国の習近平国家主席はプーチン大統領の主張しているウクライナは NATO に入るべきではないという意見に対して中国は賛成の意見ですというような話もしています。双方がお互いの主張を認め合っているっていうね。で、これに加えて悪いのはやはりこの2つの国が国連の常任理事国で何か問題があってもそれぞれ棄権をします、反対をしますということで、国連を事実上の無力化することが可能な国だということですよね。本当に厄介な国でございます。よいしょ。佐藤博美さんの書き込みご紹介しましょう。待ちに待った北京冬のオリンピックの4日夜に開かれた開会式で中国は聖火の点火者にそれほど名前は知られていない新疆ウイグル自治区出身のウイグル族の女子選手を起用したりしていますが、上川さんはオリンピック一般で興味のある種目はありますか？私は男女モーグルと女子カーリングもごもぐタイムが早く見たいですということですね。冬のオリンピックなんですけれども、私どっちかっていうと夏のオリンピックの方が好きなっていうこともあって、この冬のオリンピック、さあこの競技早く見たいなっていうものはあんまないんですよね。女性の方の場合だとやっぱり羽生結弦くんを見たいぞっていう、ちょっとツイッターの方の書き込みそれ多いなとかちょっと感じるんですけれども、私はあんまり見てないんですね、そういった意味では。
でもスポーツ全般はまあ基本的には好きなので、空いてる時間帯はオリンピック中継のチャンネル合わせてながら作業をしようかなと思っているところなので、まあさあその中においてなんか気を引くような、頑張ってるぞっていうそういったスポーツ選手が出てきてくれたら嬉しいですよね。まあ何しろ事前のいわゆる情報としてこの選手のファンだみたいなのがはっきりと私の中ではちょっと今回の冬のオリンピックの場合だとないので、さあそうなのでね、どんな人が新しいヒーローとして登場するかなというところですよね。まあ皆さんにとってそれぞれこの人の競技早く見たいなって面白くなってる、楽しみにしてるものもあると思うので、そこはそれぞれの人がまあ楽しんでいただけたらなと思いますね。よいしょ。コクマブリュースさん、お久しぶりです。ウクライナの件をお願いします。ウクライナはいつ NATO に入りますかねっていうことなんですけども。ウクライナは基本的に NATO にいつ入れるかはものすごく不透明な状態になっておりまして、いつ入るとは全く言えない状況ですね。で、ウクライナがこの NATO 入りをしようとしていることに関しては、まあ先ほども述べましたが、ロシア側が政治宣伝工作で様々な、情報を流していて、その中にはですね、いや、ウクライナは NATO に入りたいって言ってるけど、これはアメリカ側が手引きして、強引にウクライナを NATO に入れたがっているんだ。それをなんとかロシアとしては救おうとしているんだ。なんていう、まあそういった、ロシア側の主張なんかもありますが、まあ基本的にはですね、これはまあ違っていると私は思います。というのも、旧ソ連諸国っていうのもまあ様々あるわけなんですけれども、それぞれの国が、じゃあ、その後ロシアとがっちりくっついていますかっていうと、まあ、例えばバルト三国なんていうのは、ロシアなんていうのとものすごい危険視していて、まあ、さっさと NATO 入りを決めた国々なんですよね。これはあくまでも、旧ソ連っていうその連邦国家の中において、ロシア中心主義っていうのがあった以上、その衛星国っていうのは残念ながら、自分たちの生活全然良くなかったよね、ものすごい苦しかったよねっていう思いを持っている人たちたくさんいてですね、ロシアが言うように旧ソ連邦の諸国っていうのは全部ロシアに帰ってくるってもうみんなが願っているんだなんていうのははっきり言って幻想に過ぎないと思います。まあバルト三国の例をまあ出しましたけど、基本的にはですね、これ NATO 側の方、特に経済的な面において西側についた方がいいなって思っている国は確実に存在しているわけです。で、ウクライナの場合もそうで、結局のところソ連時代においてはある程度優遇されていたわけで、軍事拠点というか軍事産業拠点になっていたんですけれども、じゃあソ連邦を解体した後のロシアとくっついていて、なんかものすごく経済に良くなったかなっていうと全然なったわけじゃないわけですね。ウクライナ自身も政治的な混乱があったし、プラスアルファ、じゃあビジネス面においてもロシアはものすごく長い間低迷している関係もあって、やっぱりヨーロッパとくっつくことによって経済圏、いわゆる EU っていう巨大経済圏と仲良くしていった方が、いわゆるウクライナの未来にとっていいんじゃないって考える、いわゆる算段がつくわけですよね。まあ何しろロシアっていうのは経済的に言うと、とにかく天然資源を売ったお金で国家経済を成り立たせている国なので、じゃあそれ以外の産業何があるのかって言ったら、まあ非常に弱小のビジネスがまあ存在しているだけという形にはなりますからね。まあやっぱり付き合っていくからには勢いのある国もしくは安定的に自分たちの経済を発展させてくれる、そういったまとまりに入っていきたいって考えるのも当然のことだと思いますね。なので、ロシア側がものすごい政治宣伝工作として、ウクライナはアメリカが何とかもぎ取っていこうとしているんだではなくて、現実の問題としては、旧ソ連諸国の中では、やっぱりロシアとくっついても全然いいことねえわ、もうさっさと西側に行っちまおうぜっていう、いわゆるね、自分たちがより良い生活を求めて、まあ NATO 側に入っていくっていう、まあそちらの方が説明としては正しいと私は思いますね。だから旧ソ連諸国の中で、まあロシアとこれまでも、そしてこれからもくっついていこうっていう国はどちらかというと、南の方の天然資源がたっぷり出ますよ。よし、この資源を他の世界中に売ってもいいし、中国に売ってもいいし、っ
っていうような形で自分たちである程度自活できるようなところなんかはまあロシアとくっついたままっていうのはあるでしょうけど、まあ積極的にヨーロッパとの交流を図れるような国だったら別にロシアと天秤にかけた場合の EU の方が絶対いいよなって思う、まあそういったパターンはあると思いますね。よいしょ。というお話でございました。まあ特にここからはロシア側の本当に政治宣伝工作っていうのが盛んになってくると思うので、最初にも述べたようにウクライナの国民がロシア軍を望んでいるんだっていうようなシナリオに、まあ結構これからも出てくるんじゃないかなと思いますね。109、とっくりさん、書き込みありがとうございます。上川さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、ガソリン価格が高騰している昨今、政府は補助金の上限まで上げて、なんとか価格の上昇を抑えようとしていますが、どうしてガソリン税の方を下げようとはしないのでしょうか。野党の方からも税金を下げて、ガソリン価格を下げるよう話も出ているようです。財務省が後ろについている岸田政権では、減税はそもそも無理な話なのでしょうかということですね。書き込みありがとうございます。これは確か、ちょっと待ってくださいね。他の方も書かれていたと思うので、ちょっと一緒に紹介しようと思うんですけれども。待ってくださいね。どなたかもこの件で一緒に書いていたかなと思うんですけど、あら、ちょっと見当たらないかな。他の方も書いているかなと思いましたけど、そういうわけじゃなかったですね。はい。います。とっくりさんの書き込みについていきましょう。特に今の岸田政権どんな方向性を持っているかっていうと、いわゆる減税路線なのか増税路線なのかっていうと、基本的には増税路線です。で、それは何かっていうと、もうすでに自民党総裁選の時もそうでしたし、その後の総理大臣就任後の発言なんかでも見られるんですけれども、減税しようっていう話ではなく、どちらかというと、課税しましょう、増税しましょうの話が多いんですよね。具体的な例として言えば、やはり金融課税所得っていうのを一番最初に、発言していて、これは格差是正のためには、株式売買して、金融所得を得ている人たちに対しては、いわゆる総合課税に近いような形、20% じゃなくって、儲かっているんだったら 30% でも 40% でも税金取りたいなっていうことを言ったわけですね。でもですね、この金融課税所得の増税っていうのは、株式市場にはてきめんにマイナス材料として働きます。その他ですね、自社株買い規制とか、もしくは、配当の、これからいっぱい出すよっていう話よりも、むしろ従業員の方にお金振り向けてねって話、労働者への分配を増やしてねって話自体はいいんですけれども、どっちかっていうと、自社株買いであるとかそういったところ、いわゆる株価対策として企業がやる行動に対しても規制かけたいなとか、そういった話なんかが出てきて、これはいわゆる減税的な話よりも増税したいんだろうなっていうのをちょっとプンプンとさせるような話で、そこから転じて私は岸田政権っていうのはどちらかというとお金を取りたいんだなっていう方向でまず今のところは認識しています。実際に行っているわけではないんですけれども、実際にもうそういった話が決まりましたよっていうところからいきなりバーンって出てくると思うので、ある程度どっちの方向性かなっていうところはちょっと認識した方がいいと思いますね。で、今回の件で言うと、ガソリン税を下げるか下げないかっていう話で言うと、政府としては補助金を出すんで、ある程度抑制をかけたいですよとはしてるんですけれども、税金を下げようっていう話には今のところ全くなっていません。このあたりもやっぱり、なるべく、税金の、減税をすると結局税収が減るというのを前提にしますから、なるべく税金については、変えたくないんだな、どちらかというとより多く取りたいんだなっていう方向で、岸田政権動いているというふうに思いますね。で、この後ですね、原油価格の上昇についてはどこまでいくかっていうのは、今回取り上げたようなウクライナ情勢にかなりかかってきています。もちろん中国における、いろいろな動きっていうのも影響はあると思うんですけど、やっぱりなんといっても、エネルギー価格の上昇をもたらすのは、やはり戦争みたいなものっていうのをちょっとね、でかくなるだろうと思いますね。
まあ天然ガスの話だけではなくて、結局のところ石油製品全般にもやっぱりね、価格高騰の波がやってきたら、それは日本にも当然のように巨大な波がやってくるっていう話ですよね。まあ一部においてはこの今1バレル93円だったかな。この値段について言ってもここからどこまで、93ドルね。今93ドルっていうのも、まあ100ドル突破するんじゃないのっていう話も、まああながちもうそんなことないだろうと言えないような状況になってきてます。これがですね、まあ1年2年という、まあ時間を戻っていけば、まあ1バレル、まあ60ドルとか、まあ50ドルとかいう時もあったわけなので、そこから考えてもまあ2倍ぐらいにはなっているわけなので、でも、それで考えると、これが1ドル100、1ドルじゃね。1バレル100ドル突破して、そこからさらに上がってきて、中東原油も同じように釣れ高してくれば、日本は、まあね、この価格上昇を一緒に割り食うだろうなっていうところですよね。まあ、その時、果たして今の政権が思い切って、じゃあ税金がいっぱい詰まってるこのガソリン税、もう下げますよってなるかっていうと、おそらくならないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ理由としては先ほども述べましたけれども、まあ税収を下げたくないっていう一心でそういった方向になるだろうと。これは財務省が後ろについているからっていうよりも、岸田政権がっていうところがちょっと大きいんじゃないかなと。いわゆる財務省といわゆる政権側の考え方が、全く違っていて、政権としてはなんとか減税したいんだけど、でも財務省が許さないからではなくって、財務省も増税したいし、岸田総理もしたいんじゃないのっていう、いわゆる両方そっち路線じゃないかなっていうところですよね。まあ、これは中の人の話を聞かない限りはちょっと確証は得られないんですけれども、でも今の動きを見ていると、財務省と岸田政権のその方向性としては同じように両方が増税路線に切りたいんじゃないかなっていうふうに思っております。吉田由紀子さん、確定申告行かなきゃ。シーサイドラインに乗ってた。シーサイドラインに乗ってて、インターネットで、まあ、確定申告をおすすめしますよっていうのは思いますけどね。確定申告の前の相談会なんかはまあ実際に行かないといけないですけど、まあいざ情報が全部揃ってからは、まあここ最近だとインターネットでの確定申告をやりやすいと思いますね。ZBV さん、台湾海峡が封鎖されたらガソリン代はいくらになるんだろうか。いやー、これはね、どこまで行くかはちょっとわからない。まあ今の2倍ぐらいは確保する必要はありますよね。そんなことになったら。いわゆる備蓄しているものはそれなりにはあるんですけれども、どっちかっていうとそういったどのくらいあるかなではなくて、不安が高まればそれにつれてガーンと値段は上がりやすくなりますからね。まあみんながみんな、これはこの先なくなってしまうかもしれない。ものすごく値段が上がってしまうかもしれない。っていう思いがあれば、みんながみんなもうガソリンスタンドでもういっぱいいっぱい入れとこう、なるべくっていうような、まあ先食い現象が起こって、で、そのためにガソリンスタンド前に車がバーって並んだら、こんな状態なの私も急がなきゃみたいな形で、もうみんなが、まあ買いだめみたいな話になると、その不安を見て値段を釣り上げるお店が出てきたりっていうような形で、まあ連鎖的に悪い現象は起こりますからね。まあ台湾大陸の封鎖っていうのはそのぐらい日本国内でものすごい動揺させるニュースだと思いますね。早川さん、なぜかトイレットペーパーなくなる。それはいわゆるよくあるパターンで、そういうこともあり得るでしょうね。いわゆる実際になくなるかどうかではなく、そう思う人たちが多いことによって、まあ、引き起こされる、まあ、騒動ですよね。三月松さん、半年の備蓄はあるらしいですね。そうですね。日本の戦略備蓄はそのぐらいはあるはずですね。まあ、下流再々さん、バシー海峡が使えなくなるから海運大混乱になりますよ。よいしょ。バシー海峡とはってやつですね。バシー海峡。よいしょ。はい。台湾海峡というよりはもうバシー海峡という言い方ですか。というところありますけれども、よいしょ。は
バシー海峡のウィキペディア。よいしょ。台湾とその南側のところですね。バシー海峡っていうのは、ウィキペディアによると。特に日本にとってはね、どうしても中東原油っていうのがまさに命綱な状態なので、ここにものすごく危険ですよ、運ぶの大変ですよ、大回りしないといけませんよってなると、どうしてもものすごい、値上げ圧力が加わりますよね。で、石油っていうのは、いわゆる自動車に使われるガソリンや軽油だけではなく、ジェット燃料であったり、灯油であったり、その他、それらエネルギー以外のプラスチック製品みたいな、いわゆる石油製品なんかにも影響してくるので、本当にいろんなところで物の値段が上がっちゃうでしょうね。ひなののさん、南関東ガス田フル開発。昔から言われてますけれども、千葉ではガスが出てきて、それをちょっと取れるなとかいう話はありますけど、なかなかまとまった量をたっぷりっていうのがなかなかできないみたいですよね。あることはあるんだけど採算に乗るのかなっていう話。これもちょっと痛いところですよね。確かに存在はするんだけれどもっていう。雨の中の熊さん、日本近海で油田見つからないかな。日本近海で油田見つかったら嬉しいですけど、昔からで言うと、新潟県とか、そういったところでは、油田、ちょびちょびは取れていたとか、昔は神奈川県でも取れてたとかいう、そういった話もあるんで、問題なのは量ですよね。あんまり量が少ないと採算に乗らないんで、これだったら海外から輸入した方がっていう話になりやすいですからね。そういった意味ではメタンハイドレートなんかは、日本がもうバンバン取れるようになったらいいんですけども、これもまだまだ採算に乗るかどうかっていう問題があって、難しいみたいですね。継続的にそのあたりは開発費用を国として投入してくださいとしか言いようがないところでございます。じっとな。さて、それでは、続きましては、ちょっと新しい順で見ていきましょう。じっとな。ゆうさん、こんばんは。冷えますね。ほんと冷えますね。今、日本海側では雪が降ってる地域が非常に多いっていう天気予報が出てますね。平井、真二全国知事会長が、後藤厚労省と会談し、2歳以上の園児にマスク着用はやはりオミクロンでは重要だと提案したとのニュースがありました。なぜ知事会がこのような提案をするのか意図がわかりません。お考えをお聞かせください。私の住んでいる島根の田舎にもマンボウとやらが出されて、飲食店がダメージを受けています。もともと夜8時以降営業している店は少ないので、協力金というのは違和感あります。コロナの騒ぎが大きくなって喜んでいる人がいるとは思いたくないのですが、実際利権を受けて北総を得んでいるのでしょうかということですね。書き込みありがとうございます。この2歳以上の園児にマスクをっていう話は私は基本的には反対ですね。というのもですね、新型コロナの特性としていろいろ言われていた部分について、まずこれまでの情報はもちろん当然あるんですけれども、私はオミクロン株とそれ以前についてはもう別物だよって考えた方がいいと思っていて、で、前のものと今のものと共通しているのは、基本的には年齢が上がっていく、もしくは基礎疾患のある人がやはり何といっても重症化する確率は高いっていうのがあるので、その前提条件で言うと、この2歳以上の園児に、保育園であるとか、赤ちゃんを預けるようなところで、何としてもマスクをみたいな話になってしまうと、それははっきり言って意味がないというか効果のない、どっちかっていうと弊害の方が大きくなるんじゃないかなと思うことですよね。で、この小さい子供たちがかかった場合においては、確かに、風邪みたいな症状が出ることはあるんですけども、じゃあ、風邪以上のものかって言われると、日本だと、この若い世代の人たちで亡くなった方はおられない状態です。そういったことも考えると、小さい子にマスクをではなくてですね、はっきりと言うべき相手っていうのは、リスクの高い人たちに向けて政治的なメッセージを出すべきなんですよ。で、そのリスクの高い人たちっていうのは、
これはオミクロン株であろうとそうでなかろうとも一緒なのは、やはり何と言っても高齢者の人たちなんですよ。こういった園児の人たち、どんどん若い人たちに対して、さあワクチンを打ちましょう、マスクつけてください、行動を自粛してください。一人でもオミクロン株感染者がいたら、そこはもう休園です。閉園、閉園じゃないな。休みにしてください。みんな、濃厚接触者なんで仕事しないでください。出てこないでください。みたいな形で、ものすごい勢いで強烈な規制をかけてますけど、いや、そこはね、違うでしょと。リスクが高いのは明らかに年齢の高い人たちなんだから、その人たちが、そういった若い人たちがかかったとしても接触しないように行動を考えてくださいねって、言うのが私は大事だと思いますね。だから今のオミクロン株のその小さい子供たちに対する、危険度っていうのは、普通の風邪やもしくはインフルエンザと同等とみなした対応で十分だと思います。だから、オミクロン株に、5歳の子がかかりましたと、わかりましたと、じゃあ、体調が良くなるまで家で休んでいてくださいねっていう話で、別にそれでいいんですよ。で、かかっている子が多くなってきたんだったら、インフルエンザ同等で、このクラスではものすごく流行ってしまったので、このクラスについてはお休みです。でも、隣のクラスでかかっている人はあんまりいないので、このままクラスは続行しますよみたいな、そういう、ちょっとね、単位をインフルエンザ等々と同じ扱いにしたらいいと思いますね。で、こういったことを政治、行政の側から言わないと、何か問題があると批判されるからといって過剰に対応するっていうのがどうしてもいろんなところで起こっちゃうと思うんですよ。学校であれば、もしもこれで何か起こったらどうするつもりでお前責任取れるのか、10年後20年後どうなるか分かってんかんのにこんなことしていいと思ってるのかみたいな形で、ものすごい怒鳴り込まれたりなんかしたら、こんなことに対応するのはちょっときついなってなったら、学校としては分かりました。じゃあ、オミクロン株感染の方が一人出ましたので学年全員お休みですとか、そういうことになってしまったらもうみんながみんなみたいなことになっちゃいますからね。だからどこかの段階で行政の方がいやいやオミクロン株っていうのは、若い人に対しての脅威度っていうのは低くなってますんで、皆さん一人一人でできる感染対策は引き続きするとともに、もしも感染したとしてもインフルエンザ同等の同じ扱いで皆さん、これまでの生活を続けていきましょうね。一方において高齢者の方たちは引き続き、オミクロン株であったとしても重症化する確率はありますので、行動に気をつけてくださいねっていう、そちらの方にどちらかというと声を出すべきだと思いますね。なんか若い人たちに対しては脅威度が低くなってるのに、とにかくみんな、一列にあなたたちの行動を改めなさいみたいに、政治側がものすごい圧力をかけてるっていうのは、これは明らかに科学的な情報としては、間違った行政なんじゃないかなと私は思いますけどね。でもその間違った行政っていうのを見て、ものすごく規制をかけているなっていうのを見て、高齢者の人たちが、よし、しめしめ、岸田政権頑張ってるな、みたいな評価をするんだったら、私はそれはまた今の日本政治にも、ものすごい歪みが出ているなって思っちゃいますね。といったわけで、ある程度、オミクロン株についての話っていうのは、そうした風に、これまでの新型コロナの一般で言われていた、とにかく厳重に規制をかけろではなくって、オミクロン株になってからの新型コロナ対応っていうのは、これまでと変わりましたよっていうのを示すべきだと私は思いますね。田口さん、なぜ岸田側にならん？そうですよね。本当ね、総理大臣によってこんなに対応が違うのかっていうのは感じますよね。菅さんの時は本当にもう何でもかんでも何をやってもこれはひどい、あれはひどい、とってもひどいみたいな感じでもうありとあらゆるところをつつきまくって批判しまくっていた報道だと思うんですけど、なんか岸田さんに対してはこの報道ベースでの指摘がものすごく緩やかに手を抜いてるなっていうふうに思いますよね。レンさんスーパーチャットありがとうございます。お茶代にどうぞありがとうございます。
ドライジンさん遅れました。皆様、今ワンコです。まあそろそろ終わっちゃう時間になってきてましたよっていうですね。まあ何にしてもですね、状況が変わったら対応を変えるっていうのをやらないとですね、以前こうだったから変えないっていうんじゃ、もう日本人全員がものすごい経済的ダメージを受けるっていう、ね、恐ろしい話でございますよ。じっと。なのでね、平井知事っていうのは、まあ、鳥取県知事さんなんですけれども、まあ、この方も全国の知事会の中で、代表として発表しなきゃいけないってなったら、結局のところ、この多くの票を持っている層、高齢者の人たちの気にしているところに最も気をつける。それは何かというと、若い人たちの間でオミクロン株がどんどん広がっていったら、それがまあ、おじいちゃんおばあちゃん世代に移ったらとんでもないことになるじゃないから、これは何としてもやめさせるべきだみたいな、いわゆる高齢者の人たちにとって、まあ、なんていうか気を使った政治の結果として、2歳以上の園児になんていうところが出てきたんじゃないかなと私は思いますね。いや、だから日本全体のことを考えたらそうじゃないでしょっていうところですよね。桜島俊さん。上川さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。さて、北京オリンピック開始に隠れていますが、ロシアが不法占拠する北方四島周辺海域でミサイル発射訓練を通告してきました。しかも日本の北方領土の日と同じ7日からです。さらに2月のすべての日でミサイル発射とのことです。これほど馬鹿にされる日本、悔しくてなりません。過去からロシアが日本に良いことをした記憶がありますか？ゴルバチョフの出現で劇的に良くなると過大評価し、エリツィンが2頭を先に返してくれそうな格好だけして経済延長を狙った時も騙されました。この国には戦争しかないという丸山議員は正しかったが抹殺した維新マスコミ。そして手も足も出せずミサイルを見る。ちっぽけな経済力しかないロシアに怯える悔しさ。結論、軍隊を持つしかありません。上川さん、いかがお考えでしょうか。シュムハさん。同感です。ソビエトの冷戦終了。これで世界平和に進んだと楽観的に過ごしていた日本。先の見通しが甘すぎた。第三次世界大戦の波が降り注ぐかもしれません。ロシアは侵攻すると思います。まあこれはロシアのウクライナの話ですね。中国も台湾に備えるしかありません。ということですね。今日の生放送では石原慎太郎さんの話も出てきましたけれども、基本的に日本っていうのはロシアにとっては全く脅威のない国です。なぜかっていうと、自衛隊は軍隊じゃないですよという立て付けの憲法。そしてその憲法に基づいて実際自衛隊っていうのは、軍隊っぽく見える戦力はあるんだけど軍隊じゃないっていう超中途半端な、集団になっていると。で、こんなような状態なので、ロシアとしては北方領土を返せって言われてもなんで返さんといかんのっていうそのぐらいの勢いだと。でもそうパッと言うのはちょっと外交上マイナス点しかないから、なんか日本がいろいろ言ってきて経済援助申し出てくれるんだったらありがたくもらうけど、でも心の中では返すつもりなんか全然ないよっていうね、そういったもう状態なんですよね。結局のところ外交っていうのはあくまでも背景として経済力や軍事力や文化力、その他様々なものの総合的な厚みがあった上で相手との交渉になるんですよね。ところが日本の場合だと完全に軍事力っていうものが存在しているけど存在していないような状態なので、ロシアにとってみれば怖さゼロなんですよね。ロシアの経済力っていうのは基本的には日本に比べればかなり低いもので、それこそお隣の韓国と同等レベルしかないわけです。でもそんな同等レベルの韓国と同等レベルの経済力しかないロシアなのに、日本は一切、自分たちの影響力を及ぼすことができないっていうこの現実は、私は明らかに日本がいわゆる標準的な国、憲法的に言っても軍隊を持つ、そういったことができていない、いわゆる選択肢のない、圧力を加える手段のないっていう、非常に弱い構造になっていることに問題があると思いますね。だからこそ、
戦争するしかないって言ったこの丸山議員の話っていうのは、現実としてはそうなんだろうけど、でも日本にはそんな状態じゃないですよっていう意味で問題がありまくりなんですよね。結局日本の中の構造問題っていうのを改善していかない限りは、この外に向かっての話も改善する余地が全然ないっていうところですね。だからものすごい遠回りな話にはなるんですけれども、憲法改正を行って日本っていうのが軍隊は軍隊としてちゃんと整備しますよっていうのをものすごく一からやっていった上で、そこから軍事力を背景にした外交もありなんですよっていう、そこまでこぎつけないとロシアとの交渉はスタートしないと思います。だから残念ながら、この先10年、20年っていうレベルでは進展はないんじゃないかなという、思いですよね。このあたりは残念ながら今の日本政治っていうのは過去の、なんとなくやってこれたから改善なんてやらなきゃいいよ、みたいなそういった悪い負の遺産を引きずった状態で時間だけが経っちゃってるってことですよね。というわけで、桜島俊さん書いておりますが、結論軍隊を持つしかありませんというのは私も基本的にはそうでありまして、憲法改正というのは一体何を目的としているかというと、やはり標準的国家になろうっていうのが一つ、大きな目標になると思いますね。その一環として私は軍事だけではなく諜報の方もやるべきだっていう話をしていますが、やはり諜報っていうのもなんだかんだ言って標準的な国としては持っていた方が良いものだですからね。よいしょよいしょ。おもちパンダさん。皆さんこんばんは。カナダではキムチから高濃度の大腸菌が検出のためリコール。ヨーロッパではラーメンからまたもや有害物質検出で輸入停止処分。そんな中、先日の NHK ニュース9では、韓国の RCEP、包括的経済連携協定加盟が決定されたけれど、キムチの関税は大障害だと残念がる報道をしていました。NHK は頭おはほはだと思います。また今回の RCEP では、酒類の関税が段階的に撤廃されるそうですが、私はお酒を飲みません。上川さん、皆さん韓国のお酒って飲んだことがありますか？あればの感想を教えてください。ちなみに私はビールもほとんどことがないです。お酒飲める人が羨ましいですということですね。シュムハさん。あちらの国の食べ物は全部危険ですね。大腸菌やいろいろなばい菌だらけ。キムチなんて裸で白菜踏んづけて作ってます。お酒は、飲んでましたが、今はウイスキーだけですね。っていうことですね。私もですね、韓国のものっていう意味においては、基本的には、選ぶことはないだろうなと思ってます。ただ、外食をした時に韓国産の何々が混ざっていても、それはもうちょっとわからないので、口にしてる可能性はあるんですけれども、少なくとも、もう、はっきりと韓国産って書いてあるものが私の中で、選択肢になることはないですね。で、キムチなんかについても、私、キムチ日本産のものであっても、ほとんど食べることないと思うので、少なくとも、この2、3年の中で言えば、外食にしても家の中での食事にしても、キムチを食べたことないなと思いますね。あと、ラーメンっていうのは韓国産のものって言えば、辛いって書いてあるラーメンが有名ですけれども、あれも、人生で一回買ったことがあるかないかレベルで買ったことないと思いますね。少なくとも、食べたいと思ったことがないんですね。で、危険だよっていう話で言うと、ここでも書かれているように、ヨーロッパ基準で言うと、韓国のラーメン、これ製造ラインにも問題があると思うんですけれども、何度となくこれダメでしょって言われるものが、検出されて、韓国企業に対しては、あなたの国何やってんのっていう形で、この輸入じゃないや、貿易禁止っていうことじゃないですけど、その期間ダメですよっていう、差し替えられるってことがありました。で、韓国の方としては、いやいや、韓国としては国内法的には OK なんだけど、ヨーロッパの基準が高すぎるだけですという、言い訳してるんですけども、そんな言い訳通用せんでしょっていうところですよね。だってヨーロッパに輸出するために韓国国内の工場で作っているんだから、韓国国内の基準じゃなくて、ヨーロッパ基準に合わせて本来だったら作るべきなんですよ。
にもかかわらず、いや、これ韓国国内だったら OK の基準だから何が悪いのみたいな、それ開き直りでしょと。作る段階でちゃんとその基準に合わせて作りなさいよっていう話ですよね。そんな基準で作られたものが日本にも回ってくる可能性があるんだから、ちょっと怖い話ですよね。で、この件に関しては日本国内に輸出しているものに関しては、いやいや別に日本向けのものは韓国基準に照らしても OK だし、で、日本はヨーロッパ基準ほど厳しくないから OK のはずですよみたいな話をされるっていうね。いやー怖い怖いっていうところですね。まあそういった事情を知っていると、やっぱり、まあ積極的に韓国産のものを食べようとはちょっと微塵にも思えないところでございます。まあ、あとはお酒の話に関しては私もお酒は全く飲まないので、まあ、特にここの点についてちょっとわからないので、まあ皆さんの中で、まあ、韓国産のお酒を飲んだことがある方は、まあその感想などもぜひともおもちパンダさんにまあお伝えください。で、まあこのコメントっていうのも基本的にはですね、生放送が終わった後も残っていますので、会話を続けていただくには全く問題ありません。よいしょ。はい、それでは次行きましょう。伊藤家まこぴーさん。お隣の国の反日は有名ですが、小さな子供に日本人を殺す絵や、日本に爆弾を落とす絵を学校で書かせて褒めるという教育は、子供に対して虐待ではないのか、世界的に問題にならないのか不思議です。映画やゲームでも R 指定や年齢制限が厳しいのに、YouTube でも厳しいですよね。どう思いますかということですね。あちらの国においては公的な教育機関において、反日教育が行われております。しかもだんだんとその、なんていうかな、教育のレベルが上がっていて、より詳しく、捏造されたストーリーを子供たちが吹き込まれる現象っていうのが、まあ悪化しております。まあ結局のところ韓国内においてはそうした教育方針を取る方が、いわゆる保守派と呼ばれるような人たちにとっての、まあアピールになると。まあ日本っていうのはとんでもない国だったんだよっていう教育を行うことによって、そうだ、そういった教育を拡大していくべきだっていう人たちの、まあ関心を集めやすいっていうところもありますよね。で、これがですね、じゃあ世界的に見た場合においてなんで大きな話題にならないかっていうと、そもそも世界は韓国に対して興味関心がないっていうこともあって、まあ誰も見ていないっていうところですね。もしも世界的にものすごい関心を集めるような国においてこういった差別教育っていうのが行われていたら、まあ当然のように多くの人たちの目に留まりますから、なんてひどい教育をやってるんだっていうのが世界中に配信されて、多くの人たちの、まあ批判を集めることになると思います。ところがですね、韓国っていう国は、なんだかんだ言って世界的に見ればどこそれっていう感じの国にしか過ぎないわけです。まあそのために興味関心を持たれることもないので、まあ捏造された歴史に基づく反日教育が子供たちに延々とされていますよっていう事実を多くの世界の人たちは知らないっていうのが私は現実だと思いますね。上川さん、皆さんお疲れ様。おやすみなさい。良き眠りを。シュマハさんお疲れ様でした。あと他にも、ゆうさん、お茶代の足しにいつもありがとうございます。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。ということで、続々と眠りの時間に突入しておりますね。まあそういった意味では、日本から見た場合においては日本人は知っているあちらの国の悪いところっていうのを、じゃあ世界的に見ると知っている人たちが多いのかって言われると、まあそれはごく一部しか知らないっていうのが現実だと思います。で、なんだったらお隣の国の人たちがですね、例えば、韓国の名前ではなくて、いかにも欧米で生まれた人かのような名前を名乗ったりして、英語で発信して、日本はこんなひどいことをしていたんだ、みたいなことを吹聴するっていう、まあそういった活動なんかも見られるので、まあ残念ながら日本はそういった意味においては貶められるっていうことが、まあたびたび発生している状況ですよね。日本人はそうした、いわゆる韓国の問題点について世界的に発信する、そういった草根の運動をするような、まあ組織みたいなのが、まあほとんどない状態なので、まあ一方的にものすごい、まあ不利というか、
まあ、マイナスを、まあ、被ってるとこですよね。まあ、だから日本人にしてみれば当然書いてあるべきことっていうのが韓国の教科書にはそもそもないと。だから、時には日本人ではなくって、まあ何か残虐なことを日本軍や日本人がしたんだっていう写真なんかが、まあ掘り出されて、それが教科書とか、まあ副読本なんかに載っていても、その出典っていうのは結局のところ捏造されたものであったり、全く違う関係のないものに注釈の部分、説明の部分が違うものが当てがわれていたり、なんていうことも、まあ結構あるんだそうです。で、そのことを批判されたとしても、まあ特に悪びられることもなくそのまま使い続けるっていうのが、まあ結構韓国でははびこってる。まあそれがなかなか治らないっていうのがちょっと韓国の問題ですよね。よいしょ。まあそろそろ眠り始めてる人たちがいるんで、そろそろまとめに入っていきましょうかね。まあ、それで言うと、こたつねこさんもここ、今回のオリンピックに関して、旭日旗退出キャンペーン宣言を行って、もしくも旭日旗を見かけたらその人をなんとか、追い出してくださいみたいな話を、まあ、オリンピックに絡めて行っているそうです。まあ、ただですね、今回一般のお客さんは全然入っていない状態ですんで、まあ、誰が一体旭日旗を持ち込むんだってなったら、誰もいないんですよ。例えばマスコミ関係者が大会会場に入って旭日旗振りまくるかっていうなったら、それは朝日新聞の人が社旗を、パタパタ振るぐらいしかないと思いますね。まあ本当に何にも起こり得ることじゃない話を持ってきて、まあ日本はこんなことをしたんだよっていうその宣伝工作の場としてオリンピックを利用しているだけだと思いますね、この人は。だから反日活動をするために、こういったことを言って、それを見つけた記事を、さらに配信してもらって、この人はそれによって支援金、運動金っていうのをまあ集める。まあそういったビジネスとしてやってるんじゃないかなと私は思いますね。あとは残りはちょっと少ないですが、シューマッハさん、上川さんこんばんは。今世界は目まぐるしく動いています。大国の思惑のせめぎ合い、残念ながら岸田政権の外交は最悪の二文字。不安と恐怖しかありません。参院選が日本の未来の分水嶺、そんな気がします。そうなんですよね。これは全く私も同感でございまして、この、去年衆議院選挙が行われて今年参議院選挙です。ということは、参議院選挙で岸田政権が安泰ですってなった場合は、岸田政権は次の選挙までずーっと特に何もなくっていう話になって、いわゆる長期政権化する可能性を秘めています。いわゆる長く続いてほしい政権と長く続いてほしくない政権っていうのがまあ当然あって、岸田政権の場合だと、いやちょっとこれまずいでしょっていう政権なので、私はこの岸田政権が参院選でほどほどに負けて責任問われるぐらいになってくれないかなと思っているところでございます。まあ、ところが今回新型コロナの話と絡めて言いましたが、規制をめちゃくちゃかけるぞっていうことに関して高齢者の人たちが主にこれを支持している可能性があるので、まあ選挙にもまあ支持者として働くのかなってなるとなかなか大負けしにくいのかもしれないと。そうなるととっても今後の展開不安でございます。よいしょ。さあちょっと駆け足で残りをいきましょう。ZBV さん、原油価格のさらなる高騰と高止まり、中国へのガス供給の拡大とロシアを勢いづかせるような状況になってますが、中国、ロシアの同時侵攻は起こるのでしょうか。アメリカはウクライナを本気で助ける気はなさそうですし、日本の岸田首相もアメリカは信じていないように思います。最悪の時に最悪な親中首相とは今後が恐ろしいですということですね。まあ同時進行が発生するかどうかっていう点について言うと、まあ狙って両方同時に動くっていうことはちょっとないかなとは思っていて、というのも台湾に対する軍事的な圧力を高めるっていうのは確かに中国はやってるんですけれども、
ウクライナとロシアと台湾と中国のこの一番の違いは何といっても侵攻しやすいかどうか、その難易度は台湾の方がはるかに高いっていう点ですね。これは一体なぜかっていうと、陸続きか陸続きじゃないかの違いが大きいと思います。特にですね、ロシアの陸軍にしてみれば陸続きのウクライナに攻めれるっていうのは基本的にはそんなに苦ではないわけです。一方において海が間にある以上、中国の人民解放軍はさあ台湾に上陸だってなると、ものすごい大規模な揚陸作戦が必要になるので、この難易度ははるかに高いんですよね。まあそういったこともあって同時進行に間に合わせるには今の人民解放軍だと実力不足なので、同時発生っていうのは今のところ考えられないと思いますね。ただし軍事的な圧力を高めるっていう意味で言えば、戦闘機をガンガン飛ばして台湾上空にっていう、そういったプランもあり得る話なので、決して、全く存在しないわけではないですね。この中においてアメリカはウクライナを本気で助ける気はなさそうっていう部分について言うと、現在ウクライナは NATO に加盟しているわけではありません。なのでウクライナが、戦闘状態に入ったとしても助ける義務があるかって言われたら、助ける義務はどこにもない状態なのが現在なわけです。で、ウクライナにしてみたら、そうやって今は誰も助けてくれないよっていう状態だから、助けてくれる状態に持ってくるために NATO に入りたいなっていうのが現実、切実な願いになっているわけです。このあたりのせめぎ合いとしては、やはりウクライナとしては今の危機っていうのを乗り越えて NATO 加盟にこぎつけたいなっていうところでしょうね。それではラストいきましょう。思ったらこれを、習近平さんは熊野プーさんというあだ名がありますが、笑うセールスマンのモグロ福蔵に似てると思います困っている国に言葉巧みに言いより、金を貸し付け返せないとなったら港を取り上げるなど、やることなすことまるでモグロ福蔵。上川さんは習近平を何に例えますかということですね。何に例えるのがいいのかなってあんまり考えたことないんですけれども、確かにモグロ福蔵の方がなんていうかな、熊野プーさんというよりは、そっちの方が正しいっていうと変か、よりしっくりはきますよね。でも本当にね、恐ろしい人でございますよ。彼自身は結局のところ毛沢東を超えるような存在になりたいっていうのもここのところ特に端々に出てきていて、例えば鄧小平はもうとんでもなく、いらない存在だった扱いをしていて、一方において、自分は毛沢東と同等かそれ以上に今の中国を発展させた偉大な功績を持つ指導者だっていう、そういった歴史を自分で、国家主席になってる間にせっせと作ってる状態なんですよね。で、そういった状態なので、これを成し遂げたら私は中国の歴史に名を残す的な何かを従っているのは感じると。で、その何かっていうのが彼にとってはいわゆる台湾の完全な掌握だというふうに今は考えられているので、そういった意味では今の歴史戦場においては中国が軍事的な圧力を高めた先にいかにして台湾を自分たちの勢力圏に置くか、例えば一国二制度を合意に飲ませて香港で見られるような法律の改正に伴って台湾の民衆運動っていうのを封殺していくとかね、そういったことを狙っているのかなっていうのはちょっと思いますよね。だから習近平を何かに例えるとすれば現代に蘇った鄧小平かなというところですよね。ポチポチ。総文教さん、財布の隙間をお埋めします。ほこれはモグロ福蔵の口調でやらんといけないのでしょうね。スーパーチャットありがとうございます。よいしょ。どっちみちこの腹黒さで言うと真っ黒な人だとは思うので
まあなんてこういうことを言ってると私はもう中国には旅行行ったらもう確実に捕まっちゃうんだろうなと思うんですけど、まあでもね、そう言って中国国内だけではなく中国国外の言論についてもやっぱり人民解放軍が目を吹きらせてるっていうのは異常な状態なのでね、まあその国の独裁者として名を残したいというのであれば、まあ日本はいかにして防御を固めるのか大事かっていう話ですよね。で、この話っていうのはそれこそ、まあ中国の古典なんですけれども、孫子の兵法っていうのがありまして、孫子の兵法っていうのはまあ自分たちの状態を知って相手の状態っていうのをまあ両方知ることによってまあ戦争状態になった時に負けないような戦をするっていうのが非常に大事だということを説いております。まあ現在の中国っていうのはまあ積極的に軍拡を進めていますが、しかし国内においては少子高齢化っていうのが非常に激しく進んでいくっていうのが明らかなので、文明レベル、まあ50年であるとか100年レベルで考えたら、日本っていう国家をいかにしてがっちりと固めていい国にしていくかっていうのに専念している間に、だんだんと中国の勢いがなくなってきて勝手に自滅する衰退の、まあ坂を転がる時期がやってくるので、まあそうなる時期に目指してまあ政治を動かしていくのが大事なんですよね。まあだからといって中国っていうのは今の状態だとまだまだ日本にとっては脅威であることは非常にまあ侮ってはいけない状態なので、まあそういった意味では日本国内の守りをいかにして固めるか、まあそういったことが大事だと思いますね。なので今回の生放送の中ではまあ石原慎太郎さんの名前が出ましたけど、日本は何と言ってもまずは憲法を直すところからスタートして自衛隊のやはり整備、そしてまあ諜報のところも直していかないといけないし、日本国内に入ってきている人たち、その悪さをしている人たちをいかにして退けて日本の国内を守っていくか、そして守っていく先にはやはりまあ我慢比べっていうものがあって、その我慢比べをしているうちに中国の勢いがなくなってくれば日本の文明っていうのはもう一回勢いを取り戻すことができると私は思っております。まあそのためには今の状態っていうのはまあものすごく悪い状態なので、いかにしてこれを直していくかっていうのが大事なんですけどね。まあ本来であればそういったことっていうのはですね、別に私がやろうとか思わなくても頭のいい人であるとか学歴のいい人であるとか、まあそういった人たちがちゃんと取り組んでいたら別に私みたいなもう一市民がこういった政治的な発言をする必要なんかないんですよ。ところが今の日本政治を動かしている様々な学歴がいいであるとか職歴がいいであるとか世襲議員であるとかいわゆるお金であるとかそういったものすごい条件の揃っている人たちのやっている政治っていうのがこのままだと中国にまあやっつけられちゃうぞっていうものすごい悪い状態しか見えないんですよね。まあそういったところもあって、最後に一つだけ全く別の路線のニュースをご紹介しておきましょう。これは産経新聞の記事なんですけれども、沖縄独立したらすっきり、立憲民主の元衆議院議員というニュースが流れておりまして、昨年10月の衆院選で沖縄から出馬し落選した立憲民主党の議員が、元議員ですね、自身の Facebook で友人との会話を紹介する形で最後に笑いながら意見が一致した。独立したらすっきりすねと投稿した。この元議員は確かに世界には沖縄より小さくても独立している国々はたくさんあるなぁとも指摘。そして、北京オリンピックの開会式においては神奈川県の小豆島ぐらいの面積しかない、小国の代表が晴れやかに入場行進してそんな夢も悪くないかと思ったりするなんていう、ものすごいこれ中国の影響を受けている人の意見じゃねえっていうね。まあ結局のところですね、分離工作活動っていうのをちょっと取り上げるとすれば、今回の生放送の中でもロシア側の政治的な工作としてウクライナ領内にロシアに非常に親密感を持って活動している人たちがいて、いやーロシア軍が入ってきてきたら嬉しいなーっていう人たちがいるんだよっていう話を、まあロシア側がバンバンと西側諸国にニュースとしてばらまいてますよって話をしましたが、まあ、全くこれと同じ構図で、中国側の方からい
いやー、沖縄っていうのはね、もともとは琉球王国で、そして中国に対してはものすごい頭ペコペコしていた国々の一つなんだから、いやー、日本から独立したらいいよねっていう話を沖縄の中で吹聴して回ってる、そうした政治活動が行われてるんだろうなっていうね。そういったことをちょっと匂わせる話ですよね。としくんさん、あずき島じゃなかったな。どっちかなっていうの。ちょっと名前は、あずき島で読みましたが、違うかもしれないですね。まあ何してもそのようにして、ウクライナで行われている政治宣伝工作と全く同じレベルで、まあ沖縄に対しても中国側がそのような分離工作っていうのを図っているからこそ、こんな発言が出てきたんじゃないかなって思いますけどね。マサエさんが、いやいや、そこは小豆島だよって書いてますね。まあ、小豆島かもしれません。このあたりちょっとわからないですね。皆さんも気になったらぜひとも正しい名前を、インターネットで調べてみてください。で、これの、まあ一番の問題っていうのは、この立憲民主のっていうところですよね。ああ、やっぱりそっちかって思わせるっていう意味でも、ああっていうところ、まあこれが自民党であってももちろん問題なんですけど、まあ立憲民主の方だったらより一層、そういう人が立候補する、まあいわゆる選定をふるいをかけられた上でこの人が立候補したっていうね。まあより深刻さを感じさせるものでありでございます。だからウクライナ問題っていうのを見てもわかるように、結局にも中国はやはり日本に対しても同じような工作を仕掛けていて、今は軍事的な圧力っていう話から、まあ、いわゆる本土とか沖縄本島そのものに対して、まあ中国の船がやってきてるわけではないんですけれども、そういったものを延長線上に考えられるような動きっていうのがもうすでに始まっていますよっていうところですね。まあそれを象徴するようなニュースでございました。まあこれは全国ニュースで流れるような大きな話にはなっていないわけですけれども、まあこういった表面に現れているってことは、その水面下、ニュースに出ないレベルにおいてはもっと危険な話っていうのが広がっているんだろうなと考えるべきでしょう。こういうのは基本的には氷山の一角と呼ばれるようなもので、表面上に現れているその下にはもっと巨大な、より多くの人たちが似たような発言であるとか思想を抱えているっていうふうに考えた方が良いでしょう。さて、というわけで、皆さんからの書き込みを、チェックしてまいりましたが、評価順と、新しい順に並べ直して、全件チェックできたんじゃないかなと思いますよーと。はい。抜けはないですかね。はい、大丈夫でしょう。よいしょ。まあ、生放送ではこうしたコミュニティの書き込みっていうのをまず全件チェックして、まあ、あとはこのチャットでの皆さんの書き込みを随時取り上げるということを行っております。ドライジンさん、スーパーチャットありがとうございます。寝落ちする前に本日の授業料をお納めいたします。ありがとうございます。まあ、生放送はどちらかというと、新しい情報をバンバンと出すというよりは、皆さんからの質問やもしくは書き込み、こんな問題あるよねということに対して私は今どう考えを持っているかっていうのをお話しするところなので、あまり授業的な内容ではないんですけれども、ただ私の話を聞いて、なるほどそういうふうに考えることもできるかとか、もしくは自分自身の疑問の言語化してできてないっていうところを私の話を聞くことによって、なるほどそういう論理立てがあるのかとか、なるほどそういった情報もあるよねっていう、いわゆる補足情報として受け止めることができれば意味はあると思っております。ガロさん、立憲共産党。本当ね、立憲共産党ですよ。こういう話聞くと。高木久美子さん、知り合いの沖縄の人に聞いたら独立は無理と言ってました。実際問題これは無理な話です。無理な話なのに、いや独立した方がスッキリしねえねなんて言ってるのは基本的に現実を見てないわけです。で、なんで現実を見てないかっていうと、現実じゃないものを吹き込まれてるからです。いわゆる幻想のストーリーですよね。
日本から独立すれば今の状態に比べはるかにすっきりしますよねっていうことを吹き込んでいる人たちがいるわけですね。まあ基本的に今の沖縄には全く産業と呼ばれるものは、まあ観光業以外は何もないですからね。なので、実際に独立したとしたら、まあはい、その時点で経済的にはあっという間に破綻しますというところでございます。まあこのあたりのことについては現地の人たちの方がより切実に感じていると思います。安定し、まあ子供が成人するにあたって、さあどこかに就職しようってなったらどこが安定しているかって言われたら、基本的には公務員と基地関係の仕事っていうのがまあ一番に上がってくると。っていうのが現実ですからね。沖縄においては。で、そんな状態なのに、例えば、まあ、関東から脱サラして、新しい仕事をしようと思いますって言って、まあ沖縄にやってきてお店を開くとかね、まあそういった人たちもいるので、まあ必ずしも沖縄っていうのは、その地元の生きてる人たちだけで成り立ってる経済じゃないんですよね。まあそういうすごい観光業にまあ依存してる状態ですからね。よいしょ。まあというわけで今日の、放送はこのぐらいにしましょうかね。よいしょよいしょ。はい、というわけで、ちょっと23時だと結構時間をしてましたね。まあ今日の生放送、まあ21時からスタートしてここまで進行してきましたけれども、まあ咳をしたのは1回だけなので、まあこういったことからも症状自体は基本的には改善しております。まあただこの声の枯れてる感じっていうのは少し時間がかかるかなというところですよね。というわけで、まあ、北京オリンピック開催ということで、まあ、これからも中国関係の話っていうのは、まあ、続々出てくるだろうなとは思っております。また一方において、ロシアとこのウクライナにおけるこの軍事的な緊張っていうのも、もちろんこれからも非常に世界的に大きな動きをもたらす話だと思うので、ここも要注意ですよね。ものすごく遠い国の話なんですけれども、エネルギー価格が上昇したら日本人全員にとっても生活費用が上がるよっていう話なので、物の値段が上がるのに、まあ、ものすごく悪い影響を与えます。一方において給料が上がる話では全くないので、ウクライナ、ロシアにおける紛争っていうのが発生したら、私たちの生活に与えるダメージは大きい。だから見逃してはいけないニュースですよっていうことを、ちょっと頭の片隅に残しておいてください。というわけで本日の生放送はここまでといたします。ちょっと待ってくださいね。まあ、孫中山さん、そもそも何の病ですかっていう話ですけど、これは、まあ動画の中でちょこっと以前話したんですけども、咳喘息というのが、私になっておりまして、12月の、まあ、クリスマスのあたりから咳込み始めまして、まあ、1月の半ばぐらいまでこの咳がもう全然止まらないっていう状態で、これはもう長引いたなーっていうところで、まあ、お医者さんに言ったら、いや、それは咳喘息の可能性が高いですね。じゃあ、吸入ステロイド剤を3ヶ月ほどちょっと続けていってみましょうという、まあ、そんなこともありまして、まあ、この吸入ステロイド剤っていうのが、ちょっと私の場合だとあんまり合っていない部分があって、声がしわがれるというか枯れるような現象も起こっているんですね。なので、咳喘息自体の症状は収まってるんですけれども、声の調子はいまいちだっていうのになっております。というわけで、ちょっと話がそれましたが、本日の放送はここまでといたします。遅くまで皆さんご視聴ありがとうございました。次回は生放送は来週の同じ時間スタートを予定しておりまして、それまでは動画を配信していく予定にしております。それでは次回は生放送2で皆さんお目にかかりましょう。またね。最後までありがとうございました。おやすみなさい。